始まりました。はい、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。お集まりいただきありがとうございます。今日まだ10分遅れまで行かなくて待っていいけど、また何分遅れぐらいで。7分遅れでした。はい、はい、よろしくお願いします。今日92回目になりますかね。はい、おまとめ勉強会。はい、92回目です。じゃあちゃんと読んでいきますね。お願いします。ゆとりろきゅうさん、かおりさん、みかさん、今週もありがとうございます。早く動いてちょんまげ。ちょんまげ。ちょんまげ。はい、じゅうじんこうちゃんさん、ありがとうございます。田中太郎さん、タイパンさん、かおりさん、みかさん、皆さんこんばんは。ダンちゃんの動画のバックの音楽、どんぶらこどんぶらこ。どんぶらこ、どんぶらこっこ、どんぶらこっこ。あ、そんなにあったんですか？ありました。日本語って？あ、違う。トランペットの、ティミートランペットっていう曲が流れていて、それがもう、どんぶらこっこどんぶらこっこに聞こえるって。あ、聞こえるんだ。聞こえるって言って、タイパーさんというそうチャットで話して笑ってたんです。今日ですか？3日ぐらい、4日ぐらい前かな。3、4日前。結構前。大笑い。かおりさん、あれから大丈夫ですか？どれから？シャーズナブルさん、こんばんは。ハロウィンに電気が消えることに期待してます。ね、めっちゃくちゃ期待してる。ライランさん、キャー80、88。なんだろう。88？京都市さん、未来さん、ちこうさん。いつもありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、今宵も。スペースに参加できない事項です。そうですよね。そうですよね。戻ってないんだ。おかしいね。メール書くっておっしゃってたけど、ダメだったのかな。ね。明日からどうなるかドキドキハラハラです。ブラックマンデー、ブラックスワンイベント、RVEBS なんでも来い。美味しい。でも来い。弱いさん、毎回ありがとうございます。翻訳本当にありがたく感謝しております。今日もお願いします。レオさん。出遅れました。もう1週間早すぎる。よろしくお願いします。早すぎる。本当に早すぎる。ちょっと1日間違ってるかなって思うぐらいで、私も。はい、今のところ以上ですね。はい、ありがとうございます。では、進め、スペースの方ちゃんといけてるかな、人が集まってるかな。はい、来てくれてますね。スペースお集まりの方もありがとうございます。さあ、始めていきます。はい、では、もう今日は、一番に持ってこようかどうしようか迷うんだけど、今日フィルさんのね、フィルさんが今日もライブして、でしかも、日曜日の夜って言ってたから、日本時間の月曜日の朝にまたライブされるらしくって、その時は結構インテルがあるかもよみたいな、ちょっと入ってくるかどうかは分かんないけど、ビッグインテルが入ってくるかもしれないっていうことでした。で、今日はラピッドファイヤーっていう一問一答のイエスの Q&A ライブだったんですけれども、なかなかねちょっと今まで知らなかったことでおって思う話が結構あって、それを今日はちょっと一日中それの聞いて翻訳してて、で翻訳はできたんですけどX とかテレグラムに投稿するまでには至ってないので、今日はちょっとそれを翻訳を読み上げさせてもらって、で明日またゆっくり投稿しようかなと思ってるんですけど、でその話はちょっと後にして、で今週はあとフィルさんがね、その前のライブで週の頭ぐらいだったかな、中ぐらいだったかなのライブの時に結構ねプー様が宣戦布告をするよっていう話とかねしてくれて、ちょっと結構ビッグな他の方がおっしゃってないようなお話がそこで出てきたので、それもちょっと後でもう一回おさらい的にお話動画見ながらしたいなと思ってて、であとトラさんが、今週頭かな、先週の週末かなに演説されて、それでまたヘビのねザ・スネークの詩の朗読をされたんですよね。で今回は見ていただいた方もいらっしゃるかもしれないかと思うんですけれども、ちょっともう
ね、一回翻訳したいなと思ってたのと、今回の寅さんのその朗読の仕方がなかなか印象的で、かなりもうもう本当に勝ち宣言のような感じでだったので、それを字幕を入れたので、もうそのあたりも後で見ながらお話ししたいなと思っていて、でまあね、かなり強気発言が増えて、もう本当に勝ち宣言をしているような感じの演説でした。もうどんどん過激さが増してきて、過激どころかもうなんかもう全部言っちゃってるやんみたいになぐらいな感じにもうなってきてるんですよね。もともとはね、すごいオブラートに包んで話してたことが、すごい結構ダイレクトに結構話すような感じに今なってきてて、演説もすごい内容も面白くなってきています。でまた明日、日本時間の明日の朝、日曜日の何時だったかな、10時とかそのぐらいだったかな、後でまた言いますけど、でまた演説されるので、それもちょっと楽しみだなと思ってるんですけど、でまあ主に大きな動きはそんな感じかな、今週は。じゃあまあ、はい、細かくいろいろ一つずつ取り上げてお話ししていきたいんですけど、まあ、今週も特にそんな読み上げようと思ってるブログも今週はそんなにない感じなので、ちょっとまたチャット書いてくださったんですか。でもそうです、都度行かないとね、後で貯めるとあれなんで。皆さんご挨拶なんですけどね。0202名さんありがとうございます。ルナイクリップスさん、ありがとうございます。こんばんは。今日こそ寝落ちしないように最後に行きます。ね、時間長いですね。長いからね、すいません、もうこっちもできるだけ早く終わるようには。無理しないで途中でお休みになってください。ね、録画してるんでね。はい。さくやさん、いつもありがとうございます。こんばんは、今夜もよろしくお願いします。よろしくお願いします。タイパンさん、ヘビの動画の翻訳ありがとうございます。いいえ。はい、こんな感じですね。はい。はい。ね、あと、まあ、今から具体的に話しますけど、後で話しますけど、中国のね、粛清の進み方がすごいですよね。もうめっちゃすごい。なと思って。本当にもう全部バツついて、すごい。どんどんじゃないですか。どんどんもう1日に2人ですよね。ねえ。でもそこからコッキョさんとコロちゃんのなんかロックダウンの推進してた方、なんとか学者の人、疫学者の人、ね、すごいです。その辺も後でちょっと画像を見せながらお話ししようと思うんですけど、でまあね、今週は特にそういう大物が大物で長い読み物が、今日のフィルさんのライブのまとめぐらいなので、それちょっと後に取っときますね。最初に行こうかなと思ったんですけど、だらーっと長くなっちゃうんで面白い内容ですけれども、ちょっと後にします。で、今日は流れとしては寅さんとかちょっと主要人物の今週の動きをおさらいした後に金融関連のお話っていう風にしようと思うんですけど、ちょっとフィルさんも先に持っていくかその後に持っていくかちょっと今悩んでるんで、ちょっと状況次第でいきたいと思います。フィルさんちょっとね長くなると思うんではしょっても。はい。では、今週寅さんの23日の演説からのお話からいきたいと思います。こちらですね、一番上 A の。それフィルさんのやつなんで、その下です。その下の。それもちょっといらないのいっぱい入れちゃったんで、ちょっとだーっと言ってもらって、寅さんから。そこからですね。23日演説より。こちら動画ですね。はい。こちらもうこれはもう動画見てくださいって感じなんですけれども、字幕を入れたので、これが今週の寅さんの演説の内容の中の一番最後なんですけど、まとめ的な感じですね。こういうことを全部事細に話されてたんですけども、いろんなことをもう本当に悪い人たちのことを悪いよっていうことをすごいズバズバ言ってたんですけれども、まず、戦争屋を追放する。でグローバリスト、これ前も言ってたんですよね。共産主義者、マルクス主義者、ファシストを追い出す。で私たちを嫌っている偽の政治家階級を捨て去る。で、偽のニュースメディアをその同じ場所に送り込む。これはおそらく自友のことだと思うんですけれども、送り込むっていう言い方してたんで、
で私たちの足元にこれがねちょっと謎なんですよね。リキッドゴールドがあるって言ってて、で銀だったら水銀だけど金だったらそういう水金みたいなやつってあるのかなと思ったんだけど、ちょっと私には分かんないんですけれども、とにかくアメリカにはリキッドゴールドがあるからみたいなことを言ってました。まあ、足元にあるっていう金が埋まってるっていうことを言ってるのかなっていう感じですね。でまあ、ちょっとそのまま下、まあ、大体今の動画はそれぐらいその内容で、これニューハンプシャーの演説でした。はい、じゃあ下下がっていただいて、でその下に連なって蛇のザ・スネークの詩の朗読があったんですけれども、これ今回はそのスネークの詩を朗読される前に、不正選挙の話を結構細かくされてて、でもう今回はなんか投票箱の周りでうろちょろしてる輩とかそういうのはいないからいないことになるから、次の選挙の時は安心してみたいな話をした後にこの突如前触れなくザ・スネークの詩を読み始めましたっていう感じで、で結構もうこれね抑揚がの話し方がすごい面白かったので、ぜひね皆さん見てほしいなと思うので、ちょっと下下がってもらえますか。これですね、こんな感じでかなり蛇がこう噛みついたっていう時とかもうすっごい感情的な感じで話したりしてたので、とても見応えがあるのでぜひ見ていただきたいなと思います。もうトラさんの顔表示しない方がいいと思うんです。すいませんね。そうですね。顔表示しない方がいい。YouTube 的に音だけ、音じゃない字幕だけ、ね。そう文字だけ。文字もあんまりよろしくないけどしょうがないから。まあはい OK です。これで顔だけ隠して。そうですね。はい OK。じゃあ次ハロウィンには戻ってもらって、ハロウィンには明かりを消す。これかなり期待したいですけど、これ期待大ですよね。よいしょ。こちらがジャック・ストローさんのからの情報で、10月31日火曜日に発動か、そうですね、アクティベーションとかね。でトラさんはハロウィンには明かりを消すといった、これは10月31日の EBS 起動を指しているのだろうかということで、なんかどっかの演説で言ってました。私分かんなかったんですけど。ちょっと私もこれは分からん、自分が見たわけじゃないですけど、それ多分演説で言ったっぽい感じですよね、この感じだとね。前回の時に言ったのかもしれない。ちょっと自分が記憶がないですけど。はい。じゃあ次。ね、これは期待大ですよね。で、もうハロウィンなので、まあ一番ね、その悪魔の崇拝の人たちがいろんな儀式をされる日なので、ね、一番ピークの日なので、まあ1ヶ月ぐらい前からね準備してやるんですけれども、でだからそれを阻止もしないといけないと思うし、そういう意味もあってね、子供ちゃんの生贄とかここでねされてしまうことが毎年起こってるんで、なのでねそれも阻止するっていうのもあると思うんで、私もここまでには何らか動きが来てほしいなっていうのがもともとあったので、きっとハロウィンには明かりを消してくれると信じてます。はい。じゃあ次9ドロップ2344。こちらなんですけど、こちらがトラさんがトゥルスソーシャルにアップされたマイク・ジョンソン氏の動画なんですけれども、こちらが投稿時間が東部時間で23時44分だったんですよね。で23時44分だったので、9ドロップ2344をこれいつも私ねキレキレの考察をされてるグラスホッパーさんので2344、これはちょっと本当にこれが言いたいんだろうなって私はもう
即座に思ったんで、これは言い当ててるんじゃないかなと思うんですけど、Q ドロップ2344。ミームの準備はいいですか？ Q っていうのが、Q っていうのと2つ、入れ子になってる、Q ドロップなんですけど、で、逮捕者を見る準備はできていますか？痛みを見る準備はできていますか？歴史の一部になる準備はできていますか？ Q っていうことでね、これだと思うんです。この逮捕者っていうのが、これがね、後で後ほど出させてもらうこの間の PPN のね、美香ちゃんが訳してくれたダラスさん、そうダラスさんのお話もだし、それ同じような話をフィルさんも前回のライブでされてたんですね。だからもうその2つから来てるんで、なんですよ。ではい、ということで戻りまして、で次エアフォースワン。はい。カラーリングのやつですか？そうですね、新しいカラーリングですね。で、トラさん、エアフォースワンのカラーリングを一新し、メリーランド州アンドリュース、統合基地で初公開ということで、色が変わりました。ね。しかもなぜトラさんが公開するんだっていう話ですよね。ね。これ前、上がなんか紺色っぽい色でしたっけ？もともとは水色みたいな。水色でしたっけ？そうそう、エアフォースワン水色系です。柔らかい色調。トラさんフォースワン？トラさんフォースワンじゃなくてエアフォースワン。だからもう通常普通に、アメリカの大統領とか、エアフォースワンに関しては大統領で、あと多分他のものも全部一緒につられてというか一緒になると思うんで色変わると思うんですけれども、あと要人の方が乗るね、C34 とかいろいろあるんですけれども、そのあたりも多分一緒の色になるのかなと。色が変わりました。そうかそうか。トラさんフォースワンじゃなくてエアフォースワンですね。エアフォースワンですね。だから通常だったらこれは大統領が乗るものなので、ワンに関しては。なのでこれはなぜトラさんがそれを紹介するんだっていう話ですよね。ですよね。そもそもね。そこで気づけって話。そこで気づけって話。バイクさんは美しい。ね。美しい。素敵ですよね。はい。で次、次回演説は29日。でこちらが先ほどお伝えした通り29日日本時間の29日日曜日の10時からの予定ですね、登壇。まだ今日寝てまた10時には起きて明日の10時見ようとは思ってます。はい。で次、じゃあ次チャーリーさんいきますね。はい。27日からですか？はい。動画ですね。はい、動画ですね。これおとついぐらいに上がった動画で、彼らはすでにウクの戦争で負け、イスの戦争でも負けようとしている。で、この戦争屋さんの話ですね。で、戦っている両側に武器を供給している。お金をどっちにしても稼げるからどちらが勝っても気にしないんだということで、その戦争屋さんはどっちがなんか負ける戦争でもやるんですよね。で、平和を望む人に対して憎悪を抱かせるテレビに洗脳され批判したりとかそういうことをするのはやめる時間が来ましたよって言ってました。はい、そうなんですよ。もう戦争っていうこと自体がもうおかしいんで、人が人を殺すとか、そういうこと自体がもうおかしいんで、そういうのをこう一歩立ち止まっておかしいって思う時間が来たよってことですね。はい。次24日ブラジルから。まだブラジルに多分いらっしゃるっぽくって、ちょいちょいなんかブラジルになんか出たよ、なんかなんだろう、何かの集まりに出て演説したよ的な動画とか写真とかをアップしてくれてて、これは結構前の分なんで、
これは、24日なんで結構前ですね。今週の頭ぐらいですね。今こんな感じでブラジル楽しんでますよと。すごい奥さんも綺麗な方奥ですよね。さん綺麗ですよね。トルコ人。ね、すごい。ね、素敵ですお綺麗な方。ね、お綺麗な方。いつもよく、そうそう、よくラブラブなので、よく褒めてらっしゃいます、奥さんのこと。はい。で、次、ダンちゃんいきます。上から。はい。これがね、最後にアップされした、これが未だにちょっと分かんなくて。これはそうそう、すべての、インスタにも全部に上げてらっしゃるんですけど、まあボールは緑ですけど、ボールがグリーンライなんかボールが取れない取れないかなみたいな、これちょっと分かんないんですけど、すごいいろんなところで上げてるから、なんか意味が絶対あるはずなんですけど取ろうとするけど取れないみたいな。なんかこれをQドロップのなんかの番号で考察してた方がいたんですけど、そこまで大したことないというかね、こじつけっぽいのも多いですからね。てかよくわからない感じでしたね。まだこれについては分かりませんが、かなり露出されてるんで、結構気になる動画だったんで、ちょっとみんな見てねっていうので出しました。はい、次。2番目。でこれもちょっとね、インスタのやつ上げるともう長くなっちゃうんで、もう今日はちょっと単発のやつだけ。でこれはインスタ、これは写真ですね。でこれがさっきのドンブラコッコなんですよ。でドンブラコッコっていう音楽がこの流しましょうか。そしたらドンブラコッコせっかくだからちょっと上上がってもらって、一番上かな。一番上上がってもらって、イバンカさんの上ですね。でそれちょっとクリックしてもらってもいいですか。これですよね。どのぐらいかな。一番最初だわ。一番最初、ちょっと音楽、これちょっと上げてもらいますね。これ。ドンブラコッコ、ドンブラコッコ、ドンブラコッコ、ドンブラコッコって言ってくれてる。この後ろのドラムの部分にドンブラコッコ、ドンブラコッコ。で、これが、この曲は、ティミー・トランペットって曲で、もうここまででいいんですけど、で、トランペット示唆聞いたんですよね。で、虹が映って、トランペットの音と、トランペットのタイトルにトランペットがつく曲だったので、まあ、7つの虹、7色の虹とトランペット、もう7つのトランペット示唆かなっていう感じですけど、まあそれっきり動きは特にないのであれですけれども。ドンブラココって聞こえたっていうから、なんか歌詞が入ってて、英語の歌詞が入ってて、それが日本語のドンブラコに聞こえたのか、ドンブラココみたいだねって言ってて。そうですね。はい。奥が深いですね。で、その下が一応まあイバンカ、まあいいや、イバンカさんどっちでもいいや。イバンカさんが今ね、ちょっと前に元カニエ・ウエストの奥様だった芸能人の誰だっけ、キム・カーダシアン、元モデルで女優さんの誕生日パーティーに出られてたっていうことで、それをなぜって言って絵面がちょっと取り上げたりしてたので、何かのありそうな感じなんで、ちょっとまあ後で何かわかるんじゃないかなって思います。まあ、ちょっとそれぐらいですかね。はい。じゃあ戻りまして、で次プー様。はい。プー様のね、今週頭ぐらいにね、プー様心臓発作で心肺停止とかぐらいまでのことを言ってる人がいたりして、なんかヤフーニュースとかにも載ってたんですね。そうなんですね。心肺停止までは出てないですよね。心臓発作でぐらいですよね。そうですね。でもそれをなんか飛躍させて心肺停止したみたいなね、こと言ってる人とかもいて、まあそういうことにしたいんですよね。したい人たちがね。そう。で、その後、こちら24日ですね。クレムリンの、ドミトリー・ペスコフ報道官は、プー様が
心停止に陥ったという西側諸国の報道について次のように述べた。これもジャーナリズムの肝であり、プー様の健康状態には問題はないということで、でもうこの日にもうすでに電話どこだったかな、どっかの国のブラジルか、ブラジルのルーラ大統領と電話会談したりとかしてて、ね、その後も出てきてますので、プーさん健康状態には問題ないです。はい。私もテレグラムのプー様ファンクラブのテレグラム入ってるんですけど、その倒れた報道があった日も全然何も問題ない。なんか普通に投稿されてましたね。まあその倒れたっていうことにもテレグラムは言及されてなくて、そうですね。見ました。普通にそのプー様の動向が投稿されてるだけでした。はい。で次でカダフィについての発言ですね。結構若い時の。そうですよね。痩せてるし。ね、若い時のプー様ね。でも入れ替わった後のプー様ではあります。そうですね。若いですよね。顔はね。若い。細いですね。細いし。ね。で、誰が NATO にカダフィ大佐を、殺の害する権利を与えたのか。これ絶対問われますからね、今後。もう本当に問われることになります。誰がリビアの連合軍にカダフィ大佐を抹殺する権利を与えたのか。それがプー様の問いかけだっていうことで。ね。これは本当に責任、これから追及されていくと思います。で次。これはまあいいけど、いいか、核の構ん。これも前回の先週のこの YouTube ライブでちょっとその話はしたと思うんですけど、ヤフーニュースでその後取り上げられたんですよね。結構詳しく。なのでちょっとヤフーニュースで取り上げられたよっていうのだけちょっと見て、でなんかその核のカバンのことをチェゲトっていうらしくって、でそのチェゲトっていうのがなんかどっかの地名だったかな。めっちゃ細かく書いてます。そう、なんかロシアのカフカス地方の山にちなんで名付けられたチェゲトは伝統的に、海軍将校が携行し常にプー様のそばに置かれているアメリカの核のボタンが、バイジースタンと共に移動するのと同じだっていうことです。バイジースタンと共に移動してないですけどね。これはヤフーニュースだからね。そうそう。というね。それがね、ヤフーニュースで出てきたのがちょっと印象的ですよね、これはね。でしょ？ということで、結構事細に長くスパン取って説明も入ってて面白かったです。よかったらまたゆっくり読んでください。はい。じゃあ次、金平ちゃん。でこれ金平ちゃん、これは先週の分なんですけれども、先週結局このエズラ氏の一連を上げずに終わったので、ちょっと今週ちょっとこれ出しときますね。はい。でこちらがイスとハマスの対立が激化する中、中国は中東に6隻の軍艦を配備した。中国の金平さんは木曜日独立したパレパレを確立するための2国家解決策がイスとハマの数の戦争の根本的な出口であると述べた。米国が今週初めに強力な兵器庫を中東に送った後、中国の派兵がやってきたということで、これめちゃくちゃ大ニュースなので、一応とりあえず扱っとこうと思って、これがこのニュースが出てきたのがエズラの6日前か。これ今週22日か。だから1週間前かな。はい。でした。はい、じゃあ次、そしたら3連発、粛清3連発なんですけど、一番上の4派閥のうち3派閥トップ失脚ってやつで、一応こちらが、こ
こちらちょっと下のちょっと下下がってもらって、でこちらの図ですね。でこちらがもともとだから中国の4派閥っていうのが周様の周様の派閥、太子党ですけども、周様の派閥で、江沢民派の派閥、同じ太子党ですけども、これは敵対してたんですけど、で、胡錦涛さんの、共産党ですね、と、李克強さんの共産党とあって、途中で、周様は、江沢民さんを潰すために、一回、どっちだったかな、李克強さんと一回ちょっと組んだんですけれども、組んだ後にまたすんなり裏切ってみたいな、組みながら一つずつ潰していったみたいな。で結局最後全部潰しちゃったみたいな、っていうね、周様のすごいものすごいパフォーマンスで他の超大きな派閥の3つともがもう今はないと。でこのままちょっと上にスライドしましょう。一番上までスライドしてください。でこっちからいきますね。でこちらが、27日だからこれ昨日ですね。昨日の入ってきたね、もう日テレニュースとかで出てきてるね、ですね、これヤフーかな、テレビで出てたってことですね。はい。中国の李克強、まあこれ読み方合ってなかったらすみません。李克強前首相死去ということでね、お亡くなりになられました。しかも心臓発作っていうのはこれね、これね、ちょっとまた後でちょっと時間あったら出しますけど、マキナニーさんがちょうど1ヶ月ぐらい前にもう粛清された話をしてました。李克強さんか。李克強さん、はい、だからそれで今やっとニュースに表に出てきたってことです。だからもう拘束されたのがもう1ヶ月ぐらい前だと思います。裏事情的にはそうですけれども表に出てきたっていう感じですね。はい。じゃあそれで次が李承福さん。読み方合ってるかわかんないですけど。李克強は飛ばして今言ったので、これを飛ばして、上にスライドしたので飛ばして、はい。こちらがこちらもねヤフーニュースで、これは結構前さっき調べたらでこれ今日話すからって言ってあれだったんですけど、調べたら結構前でしたね。24日か4日前ですね。今週ですけどね。李承福国防相の解任を発表ということで、外相に続き異例の事態ということで、この人はあれですよね、軍の国防省の方ですよね。そうですね。だから書いてますね。そうですね。国防省ですね。更迭された。更迭されたということですね。でこれもなんか海外の記事でちょっと前に結構なんかそうなったよっていうような話が出てはきてましたね。ちょっと前にね、1ヶ月以内前ぐらいですかね。でやっぱりこうやって表のニュースに出てきたって感じですね、流れ的にね。はい。で多分それもマキナニさんあたりのニュースとかでも出てきたと思います、この人の件も。でいうことでもうこちらも単なる退任なのかそれだけじゃないだろうっていう気がしますけれども、一応解任というニュースでした。じゃあ次、これが一番って言ったらあれですけど、結構私的には胸熱でしたね。日本も来るんじゃないかなってね。そう、この3人が連日李克強さんの次でね、翌日にこれがあったんでね。そうですよね。もう本当にお掃除ね。お掃除ですね。でこちらが中国で強硬なゼロコロナ封鎖措置で重要な役割を果たしたトップ疫学者の呉孫友さん、わかんないですけど、ちょっとどう読んでいいかわからないんで、
氏が60歳で死去したっていうことで、もう絶対にこれは確実にね、お縄というかだと思うので、ですので、これ同じことがもう絶対もうここまで来たら日本でももう起こるでしょう。もう間もなくね、この人と同じような立場のいるじゃないですか、日本にね。ああいう人たちもみんなね、まあ言ったらアメリカでいうところのファウチさんみたいな立場の人たちはどの国でもみんなもうアウトじゃないですか。もうね、愉快で仕方ないですよね。もう楽しすぎて、もう本当に嬉しすぎます、これは。だからもうこの人たちがみんな、表のニュースに出てきてほしいですね。表のニュースね、もうみんな行っちゃってくださいって感じで、もう本当これは嬉しい。ね。はい。じゃあ、あと PPN の話したら一回ちょっとまたコメント挟みましょうかね。次 PPN だけ入れますね。はい。こちらね、これは超胸熱。これもダラスさんがすごいなって、情報ダラスさん、こんななんかすごい情報が入ってくる方だった方なんですね。もう皆さんが結構すごいですね、この人ってね。なんか話し方とか見た目とかなんかね、ちょっとチンピラっぽいんですけど、ちょっとね、田舎のおっさんって感じで、そうチンピラっぽい感じなんですけどね、そうなんですよ。なんかすごい重要な話してくださって、おおみたいな。そう意外だわと思って。ね、ちょっとなんかね、田舎のおっさんみたいな、おっさんとか言ったら感じなんですけど、すごいんですよ。本当ご存知であることの情報が。じゃあこちらね、これ変わってもらってもいいですか？これ PPN でチャースさんとダラスさんとアレックスさんが3人で出演してた時ですね。ダラスさんが終始喋ってます。今朝、軍関係者からこんな話を聞いた。軍関係者によると、国会議員435人のうち10人だけが残り、他の425人は拘束、または自宅軟禁、もしくはじっともに収容されたという。私たちが見ているものはすべて CGI です。ジム・ジョーダンとマット・ゲイツは残った10人のうちの2人です。アメリカと中国の軍艦を私たちに見せており、これからお互いに戦争を始めようとしている。しかし、それはすべて人々にそこに集中してもらうためのものであり、一数で実際に起こっていることではない。一数の土地の租借は10月31日で期限切れとなる。米軍は政府の悪人をすべて排除している。それが実際に起こっていることなのだ。一数は決して国家ではない。聖書には決して載っていなかった。聖書には1913年以降に登場し、共振者によって付け加えられた。チャールズ国王がロスチャ家に土地を与えた時にね。そしてロスチャ家は利益と紛争のために一数の国を作った。一数は常にパレスチナにあった。古い聖書を見てみてほしい。共振者シオニストがやってきて書き換える前の聖書を見てほしい。そこはすべてパレスチナであり、パレであり、彼らは土地の租借権を持っていた。そしてその租借権は10月31日の午前0時で期限切れとなる。租借権が期限切れになったらどうなると思う？立ち退きを迫られるのだ。私が言っているのは一数にいる善良で実践的な、誠のユダヤ人のことではない。私が言っているのは一数の指導者たちを率いているハザリアンマフィア・ジーナスの土人、偽ユダヤ人のことだ。これはすべて大きな目くらましなのだ。そして金曜日、トラさんが秘密裏に下院議長に選出されたと知らされた。それはデタラメだと電話で話した。それは違法だからだ。それは憲法違反だ。私たちは2019年以降、米国法人が消滅した映画の中で生きている。そして彼らが他方で行ってきたことは何一つ合法ではない。
ではどうやって炎と戦うのかというと、火には火をの作戦だ。トラさんは違法に投入されたが、私は本物の花火が爆発し始めると思う。はい、今調べたら、うん、イスラエルのイスのテルアビブは日本とのマイナス6時間の時差なので、ということは日本時間の、11月1日の午前6時、うん、午前6時がイスのそう期限切れの時間ですね。そこら辺注目。11月1日ですね。まあ、どちらにしても10月31日いろんな何かあり得るかなって言われてるこのタイミングって、まあ、日本でいうところ1日だと思うんで11月1日ですね。11月1日6時はちょっと気になります。いやもう眠れませんね。眠れないわ。うん。これはすごい話でした。でこれ、同様の話。もう一番ね冒頭に国会議員がもう全員お縄になったっていう話、お縄というか人によってね自宅軟禁と自宅ねなんだっけね、だから10人以外ですね10人残してあと拘束もしくは自宅軟禁または自友ということで、でもダイレクトに自友もう有無を言わさず言っちゃった人もいっぱいいると思うんですけども、でこれはフィルさんはこれがもうすぐ起こるだろうって前言ってて、で今日のQ&A でもありましたとは言ってなかったんですよね。そういうことがあるよっていうふうには言ってました。もう起こってますとは言ってませんでしたけど、フィルさんはね。でもダラスさんもこれがもう起こったって言ってて、ね、ジム・ジョーダンとマット・ゲイツがその残った除外されたうちの2人ということで、フィルさんはまずは全員お縄になると思うけど、後で精査して間違えちゃったなっていうのが分かった人は保釈するけど、まずは全員って言ってました。どちらにしてもまずは全員。まず全員連れて行かれる。とフィルさんは言ってました。なるほど。マッカーシーも連れて行かれてるんだろうな。連れて行かれちゃったね。連れて行かれちゃった。10人だけ残ってるってすごいですね。10人だけいっぱいいるように見えるもんね。ね、すごい。でもなんかマジョリテラ・グリーンさんとか、アンナ・パウリーナ・ルナさんとかこっちの人っぽいけどもうブーブーって言ってましたからねエズラがずっと。マジョリーさんはちょっと違うところもありましたよね。ね今一数支持派に、ね、なってたりとかね。とかね。まあおおむねこっち側なんだけど、トラさん側なんだけど、なんかちょっとあれっていうとこがなんか端々であるんですよね。マジョリーさんは。でも確実に10人には入ってないと思います。だからね、あとの9人誰なのか知りたい。知りたいですね。これも今からわかると思いますけどね。であとまあ本当1回はあとの8人か。あと8人ね。1回はお縄になって保釈されてくる人も出てくると思うので、後でわかると思うんですけど。はい。じゃあそうしましたら、じゃあそれであれいきましょうか。コメントいきましょうか。ちょっと前の方でちょっと挟んどいた方がいいかなと思って。じゃあコメント挟みます。フィルさん普通にフィルさんにこつり。ですね。さくやさん、タイパンさん、ポパイさん、こんばんは。ハロウィンに EBS 来てほしいです。来てほしい。めちゃくちゃ期待してるんですけど。TK さん、
毎年6月に税金の振込用紙が届いてました。今年は届きません。すごい。結構こういうことが他の方も起こってるでしょうね。いろんな方がね。すごい。パトラッシュさん、こんばんは。こんばんは。京都さん、日本側の粛清も期待します。ね。もうそこ一番。それ一番。ひまじんさん、リウント弁護士の情報をお願いします。リウント、なんかありますか、リウントさん。ね、リウントさんはもうミユポアさんのテレグラム見ていたテレグラムとX フォローしていただいたら毎日上げてくれてるんで、私はちょいちょいいつも見てるんですけど、ここ最近ちょっと私見れてなくて、ミユポアさんフォローしてください。はい。はい。日本に ABS 流したって誰もわからないよね。他の人が大変ですね。なんだべさっていうね。外国でなんかあったべさみたいなね。こんなん嘘でしょって。ね、ないって。9割がそんな感じ。だとすぐには信じてられない人。トランプはやっぱ悪い人でしょ、悪い人がなんかしてるんでしょぐらいにね、思う人が多いと思う。ゆきこさん、みかさん、かおりさん、こんばんは。いつもありがとうございます。今夜もお世話になります。フィルさんの笑顔も気になりますね。フィルさんの笑顔ね。フィルさんの笑顔、素敵な笑顔ですね。素敵な笑顔。ちこうさん、今夜はかおりさん、みかなさんもとてもお綺麗に見えます。おどうしたんでしょう。エクスパッチ効果出たかな。いつもお綺麗ですが、特にお綺麗ですよ。何か裏技使ったのかな。いや、何も使ってない。何も本当に何もしてない。嬉しい。パッチ貼ってるぐらいです。エクスパッチで。いつもと何も変わりません。照明もいつもと一緒だし。特に何も。ゆきこさん、ミームって何でしたっけ？どなたかしら。ミームは画像に文字が入ってるやつ。なんかもうそのよくあるじゃないですか。サムネイルみたいな感じですね。こう何かこう意味を伝えるためのそういう写真ですね。ゆきこさん、ちこさん、裏技は X39 ですね。X39 ですね。ちこさん、ゆきこさん、そうか、おかわりすごい。嬉しい子が出たかな。嬉しいな。実は私もそうやってます。おばばなのに。ちこさん、女性の方だ。私男性の方だと思って。私も男性の方だと思ってた。なんかお名前的に。そうなんですね。申し訳ないです。私もずっと男性の方だと思ってました。そうだったんですね。なんかフォロワーの方々、性別もね、わからない方が多い。名前が。そうですよ。そう性別特定しない名前の方だとわかんないのよ。身長が 0.5 センチ伸びました。本当ですよ。0.5センチ、すごい。私も身長伸びたいです。伸びたい。ね、年ってきたら縮んでいく一方だから、身長伸びたいです。いや、美香ちゃんの年だったらまだ縮むとかはないから。いつも頑張って起きた時背伸び一生懸命してます。ゆきこさん、ちこさんもお使いなんですね。身長伸びる幹細胞はすごいですね。フィルさんもなんかやっぱりお肌の肌ツヤがすごい良くな。そうですか。なんかライブ見ながら本当効果出てるなって思って、髪の毛は生えてないですけど。一番重要なとこは。未来さん、どこかの民族音楽みたいな音楽。これ528と900。964？964？のそれのヒーリング音楽。そうです。これスペース時代からずっとかけてね、そう。今日はちょっと久しぶりにこれにしてみます。タイパンさん、ダンちゃんの犬とボールの動画は緑のボールが取れない。緑のグリーンライトが取れない。イコール誰にも邪魔されないという意味ですかね。そっちか。そうですね。邪魔されないっていうか。邪魔が入ってはないですか。取ろうと思えばいくらでも取れる状況。そうですよね。取ろうと思えば目の前にある。目の前にあるっていう意味かもしれない。もうすぐだっていうこと。ありがとうございます。
ゆきこさん、未来さん、ろうの国の曲と言われればそんな感じはそうなんだ。なるほど。民族っぽいもんね。ポン、うん、ポルカとかそういう、あれちょっと違うか。うん、なるほど。ひまりんこさん、こんばんは、よろしくお願いします。こんばんは。タイパンさん、李克強はロンメルだね。ロンメル将軍だね。そうだよね。うん、はい絶対そうだよね。うん。ロンメルだわ、ね、まさに。うん、なんかちょっと久しぶりに聞いたロンメルって言葉は、そうそう、そういう、ロンメルだわ。うん。ツイッターでよく聞きます。うん。ロンメル。うん。ゆきこさん、ゆきこさん、みかさん、チンピラチンピラチンピラです。ね、ダラスさん。チンピラ。喋り方がね、結構ね。声がね、なんか、ダミ声で。ね。なんか、そういうちゃんとした情報を発信してるような方っぽくない。ですよね。なんか労働者階級な感じっていうか、なんていうかね、そういうなんかラップとか歌ってそうな、ようようみたいな、そういう感じ。そうね、しゃがれ声な感じね。タイパンさん、イスラエルという国はイッスーという国は香港と似てるんだね。なるほど。香港と似てる。うん。あれかな、期間限定でその場所を占有してるっていう意味でね。うん、そうだと思う。確かにね。うん。確かにそうですね。ちこうさん、ゆきこさんタイプ、私もロンメルだと思いますよ。これから日本も始まりますよ。ねえ、楽しみです。それもうめちゃくちゃ楽しみ。超楽しみしかないです。もう来るでしょう、さすがに。ねタイパンさん、ちこうさん、日本は誰が残るでしょうか。誰残るかな。残る人いるかな。残る人いる？いなくないですか？国会議員の中ではいなくないですか？本当に冗談抜きで。多分3人ぐらいは残るんじゃないですか。ねえ。もう浮かばないですね、名前とかは。中川さんみたいな人がいたらいいですけど、そういう人いないですから、今目立ってる人が。今いないですね。ゆきこさん、これから始まる大レース。ちこさん、県や区や市の議員にも言ってほしいです。言ってほしい。ね。佐藤恵子さん、私の地域では税の督促状が届いてますが、振り込まなくて大丈夫でしょうか。大丈夫だと私は思います。もう軽率なこと言えないですけど、私は大丈夫だと思う。払い込みの期限がもう迫ってるようだったら。ねちょっと払った方がいいかもしれないですけど、ね、期限がまだ先だったらもうちょっと待ってもいいかもしれないですね。いいんじゃないですかね。と思いますけどね。ちこうさん、一説では全員いなくなるらしいですが、私はコロナ反対している議員さんたちは残ってほしい。ね、そうですね。そういう人たちは絶対そういう恩赦があると思いますけどね。まあ一回は連れて行かれるにしてもね、戻ってきてほしい。0202さん、たくさんの人に伝えてきたけどほとんど誰にも伝わらなかった。ゆきこさん、ちこさん反対してる人は少なすぎですね、国会議員でね。ね、そうですよね、国会議員に、まあね、そう地方議員の方ではね、結構頑張ってらっしゃる方結構いらっしゃいますけど、そうですね。ね、国会議員ではいないですね。いない、私は知らないですね。要はあいさん、督促状来ますよね。気分がドヨンとしますね。また来たよって思いますよね。もう大丈夫じゃないかなと私も思いますけどね。本当に必ず今年中に必ずとは言えないから。はい、以上ですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあどうしようかな。もう先フィルさん行っちゃおうかな。もう順番通り行きますね、フィルさん。今で1時間ですね。いけたろう。
はい、じゃあ次、フィルさんの、まずはじゃあ25日のライブの方から先いきますね。はい。これか。うん。こちらが、はい、そのプー様のお話をされた時の方の分で、こちらも字幕をつけてて、その、箇条書きにした部分だけ読んでいきますね。ウクは一数に宣戦布告をする。ね、するでしょうと言いました。で、チャイナは、中東に軍を配備している。ね、これさっきニュースをちょっと出しましたけれども、はい、サムネイル作るときこの旗が表示されないんですよ。本当に、うん、旗が出てこない。旗出ない。そう、サムネイル作るとき。あ、そうか、じゃあ書かない文字で書かないとダメなんですね。そうです。だから文字にしたり。そうですね。している理由はそれなんです。そうですね。なるほど。で、アメリカが軍事的観点からの関与をした場合、チャイナはそれを許さない。ね、そうですよ。で、第二次、世界の大戦の始まり方と酷似しているということで。でもね、これトラさんが、バイジーさんが、第三次の世界の大戦始めるだろうみたいなことをずっと言ってるの、その内容にも酷似してるって言ってましたね。で、次。一数はウク同様にカバです。カバちゃんです。で、ウクは、もう壊滅状態です、今は。もう、デストロイドって言ってました。で、アメリカの議会はマネーロンダリングを行ってウクに何十億ドルも援助してきた。で、計画は、一数のためにウクと同じことをすること。それが唯一の方法ということで。次。ロシアは一数を実際に攻撃するつもりはないから安心してくださいって言ってました。で、その攻撃するかのように、周りには見えるように、そういうこう危機迫ったような感じには一旦はなるけれども、実際にはならないって言ってました。で、はい、もうそういうふりをするだけですね。で、次、イタリアはそのことを知っているので EBS の準備をしているということでね、この間そのイタリアにフィルさん言ってたのはこのためだったみたいなんですよ。このためなんですね。この EBS の準備のためですね、イタリアの。今日の話もまた見ていて、もうまたそういうことに言及してたんで、おそらくそうだと思います。そうとは言ってないって言ってましたけど。で、チャイナはプー様を支持することを表明し、アメリカはイスを支援するだろう。で、アメリカがね、イス支援すると。ね、そういうふうに言ってるし、今回のマイク・ジョンソン氏もイス支援するって言ってましたよね。そうなんですね。はい。で、次。で、アメリカの議会の全員が刑務所に行かなければならない。で、ここでも言ってました。で、これは、日本ね。そうそう、ジンの死の売ります買います、子供ちゃんの売ります買いますの件で、まずは全員、刑務所で。その中でちょっと、間違えた人がいたとしたら、後から釈放するってこの後言ってました。で、アメリカがイスを守るために関与したら、ウクに対する戦争行為となり、第三次の世界の大戦へと発展する。ね、そうですね。で、それが来ることを知っていたので、私は冷静だ。皆さんも冷静になってください。っていうことで、もうこれ話する前に、今から話すことはすごいネガティブに聞こえるかもしれないけど、ネガティブな話じゃないからねってすっごい念押ししながらこの話をフィルさんもされてました。だから大丈夫だから。わー、第三次世界が大戦が始まるわーとかならないでねってすごい言ってました。はい。だから、私はもともと知ってたことだから、冷静だよって言ってました。はい。じゃあ、これが前回の結構、ライブの結構ビッグインテルドロップで、次、今日の、違う、次は、これは違うな、23日。はい。
でこれがね23日の段階でフィルさんが言ってたことなので一応ちょっと今日取り上げたんですけれども、これプー様が心臓発作の話が出てくる前の日にフィルさんがこれをあげたんですよね。プー様が心臓発作を起こせばいいと考えて、彼らは考えているってあげた後になったんですよ。だから先に言ってたので一応それだからちょっと今日取り上げました。はい。前日でしたんで、やっぱりそこでフィルさんが言ってた通りになったねみたいな感じですね。はい。じゃあ、ここでじゃあちょっとここを離れて、先ほど今日のフィルさんの話いきますね。ちょっとできるだけ長くならないようにはしたいんですけれども。じゃあ上ですね。そうですね。はい。これは表示するものがない。表示はないんですよ。私がまだなんか表示なしでいきます。私がもうさっき翻訳やっと終えたのでまだ投稿してないので、とりあえず聞いてくださいっていう感じでね、今回はこれに関しては。はい、じゃあもうちょっと気になった全部一旦ね、ほぼ主だったことは訳したんですけれども、ちょっと全部は読まないので、その中でちょっと今話したら面白いなっていうことだけ言いますね。トーマス判事は2020年の選挙を覆しますかっていう質問にノーでした。はい。で、1、2ヶ月前に話していた自殺は自殺者が出たんだって2ヶ月ぐらい前、もっと前じゃないかな、2ヶ月ぐらい前かなにフィルさんが言ってて、でも誰もが知ってる、子供でも知ってるような人だよって言ってて、バマオさんじゃないかなって私たちは考察してたんですけれども、その後なんかバマオじゃないって言ってたので、誰だろうねって美香ちゃんと言ってたんですけれども、その答えが今日出て、それがハンターバイジーさんでした。ハンターさんでした。カリウドさんでした。カリウドさんはもう自殺したらしいです。はい。それが今日分かって、いい質問だって言ってました。やっと答え言ってくれたから、視聴者さんが。じゃあ、新しい下院議長はライノですかで、ノー。で、マイク・ジョンソンはエドワード・スノーデンですか。なんかこういう噂出てますよね。顔が似てるとか。出てるんですよ。結構いろんな人言ってて。ね、ですよね。で、ノーですね。はい。で、フリン氏が Q を弾劾しているのは本当ですかで、ノーですね。これでめっちゃくちゃフリンさんのことをすっごい話してました。でも、ちょっと割愛しましたけど、翻訳してないんですけれども、フリンさんが、いろいろその、悪い噂が立ってるけれども、全部違うと。はい、言ってました。で、次は、Q は逮捕されましたが、これもなんかフリンさんのことと関連してなんかそういう話があったみたいなんですけども、で、未だに Q は特定されていない。なぜ Q が誰なのか特定できないのか。それは Q がハイレベルの諜報グループだからだ。Q は実在しますって言ってました。で、次。イタリアではユリウスカレンダーのために何かしていたのですかっていう質問でノーって言ってました。で、ちょっと待ってね。マイク・ジョンソンが下院議長になることを本当に前もって知ってたのですかっていう質問に出してイエス。で、ちょっとね、イエスしてたんですよ。で、なんかそういう投稿もされてました。で、その名前は出してなかったですけど。その前にいろんな工程があっていろんな候補者がだったけど、もう全部それも知ってたってことですね。で、プー様の動きにアメリカが対抗するとき、攻撃命令を持つ、カバちゃんの軍隊が国中に駐屯しているのですか？アメリカの国中に駐屯しているのですか？っていう質問で、ロシアに対してだったらノーです。で、国中に軍のポジションはありますが、カバちゃんは軍隊を持っていません。だから答えはノー。しかし、ただしノーというだけではあなたをさらに混乱させてしまうので、ノーとは言いたくありませんでした。というちょっと微妙な話でした。で、今年後半今後半年以内に
カバちゃんたちがアリゾナを襲うのでしょうかっていう質問で、それについては全く情報がありません。だからノーと言いたいが言えないのです。つまりその決定が5ヶ月後になされることもあれば、30日後に起こることもあるわけで、今現在この質問に対して明確に答えることはできません。で、一室は10月31日で法人契約が満了しますか？カバちゃんのコントロールから解放されるのですか？で、イエス。もうそうです、そうです。もう、イエスです。で、補足で、それは一室でのイベントがなぜ今起こっているのかに関係しています。なぜなら私たちの人生は全て真実から目をそらし、気をそらすためにあるのだからです。うんざりするほどひどいことだが、それが私たちの人生なのです。そうせざるを得ない人生なのです。それがなくなる日が待ち遠しいですね。ジム・ジョーダンは悪いですか？ノー。で、良い質問だ。マイク・ジョンソンは代替ですかで、イエス。プレスホルダーって言ってたから、多分代替でいいと思うんですけど、マイク・ジョンソンは代替ですか、まあ、ボディダブルとかそういう言い方じゃなくて、代替、プレスホルダーって言ってます。ですかで、イエス。で、政府のほとんどが政府から放り出されることを絶対に覚えておいてほしい。政府のほとんどがね、政府から放り出されることを絶対に覚えてほしい。だからジョンソンじゃないのです。新しいものが出てくるでしょう。って言ってました。で、プー様はクリスマス前に宣戦布告すると予想していますか？イエス。最後に聞いたのはまさにそれです。っていうことで。だからまあ、クリスマス前には宣戦布告するっていうふうに聞いたっていうことですね。トラさんは EBS の消灯に言及したのですか？で、イエス。クリスマスって本当の12月のクリスマス、それとも10月の今月のクリスマス？わからないです。このクリスマスのクリスマスの定義がいろいろだからわからない。で、次。この辺を飛ばして。カオルさんもうちょっとこっち。あ、そうだ、なんかちょっとすごい端っこだよね。そうですね。本当ですね。じゃあ次。ケイティ・ホブスは自供にいるのですか？で、ノー。で、ポデスタはまだ公に逮捕されていないですか？イエスですね。まあ、そうだな。これで飛ばして。で、フィルのイタリアでの EBS の仕事は、ここアメリカでの不正選挙と関係があったのですかって質問で、もうなんか EBS の仕事って特定してるからって、そんなことまだ言ってないしって、まず否定して、EBS の仕事してたなんて僕言ってないじゃんって言ってて、もう言ってるみたいなことを言ってたんですけれども、そうは言ってないと言って、で、その後、まず第一に私はイタリアでのそうですね、イタリアでの仕事が EBS に関するものだとは言ってなかったですよねって言って、でも、イエスって言ったんですよ。だからイタリアでの EBS の仕事はアメリカでの不正選挙と関係があったのですかがイエス。イエスです。イエスなんだ。で RV の完成がまだなのは一室の主権が10月31日になることと関係があるのでしょうか？イエス。やっぱりイエスなんです。これ皆さんそう言ってる。やっぱりそうなんですよ。だからやっぱここを待ってるみたいです今。らしいです。だからやっぱ RV が起こるのもここじゃないですか。まずはここで RV の話になるのかなって。そう、サウジが12月31日の期限切れを待って11月1日から、ブリックスの金裏付けのディナールを11月1日から使い始めるっていう考察もありましたね、今日。やっぱりこれをみんな待ってるみたいです。だからやっぱり11月1日の日本時間6時からが何かが起こるかもしれないっていうね。楽しみすぎる。怒ってくれ。怒ってくれ。やっともう今度こそって本当に思いますよ。じゃあね。どうでもいいやつはちょっと省いていきますね。マスクをつけたことがありますかっていう質問で、まずノーで、どんなマスクのことかわかんないけど、バイジーさんのマスクみたいなやつのことなのか、COVID の自殺用の布みたいなやつか、どっちにしてもつけません。つけたことありませんって言ってます。つけませんって。
でボディダブルは持っていますかって質問で、最近はノーって言ってた。だからどういうことでしょ今はノーって言ってました。う。だからボディダブルってスノーデンのこと言ってそうそう、多分これはスノーデンのことです。そうですよねあれがボディダブルです。アバターですね。って言ったんだなって思ったんで、これで。だから気になりました。で、米国の、借金時計に関する隠されたメッセージの作成者は誰なのか個人的に知っていますか？ Yes。また各メッセージを、これ私の翻訳おかしいな。これね、Q ドロップの各メッセージには Q ドロップの要素はありますかで Yes。あるらしい。Q ドロップの要素があるらしいです。債務時計？債務時計。で、ケイティ・ホブスは処刑されましたか？ノー。ノー。まだ処刑されてない。RV についてのコメントは、これはいいな。で、これがまた気になったんですね。マーク・メドウズは裏切り者ですかでノーで、マーク・メドウズは悪いですかでノーで、ここ最近ね、エズラがめっちゃ言ってるじゃないですか。でも、そう結構フィルさんとエズラの話が食い違うの結構多いんですよね。どっちが本当かわかんないですけど。なんでしょうね。でも私はこの辺とかはフィルさんが本当かなと思って、エズラが作戦的にああいうのを出すのかなっていうふうに思ったりとかね。で、IRN の ETF にある、金や銀は安全ですか？ No。あなたが所有する金や銀は物理的にあなたの家にあるか、本当に評判の良い会社が運営する本当に良い金庫に保管した方がいいです。ということです。預けたりはしない方がいいですってことですね。ルービックキューブを片手で解けますか？で、何面あるかによります。でも昔はできたんです。でももうできないかもしれませんが、記憶は残ってると思いますっていうことで、もうね、私がスノーデンですが何かっていう話でした。はい。次。ちょっと待ってね。銀を、シルバーを200オンス持っているんですが、私は億万長者になれると思いますか？イエス。200オンス。200オンス。だから6キロぐらい？2、3が6キロぐらい。私3キロぐらい持ってるんですけど、億万長者の半分ぐらいになれますか？私もそのぐらいだと思います。はい。じゃあ、ダイアナ女王は表に出てきますか？イエス。出てきます。やっとイエスって答えてくれるようになってそう今回も質問がクイーンダイアナだったから、プリンセスって言ったら今まで聞き方が悪かった。そう聞き方が悪かったです。クイーンダイアナって言ったらちゃんと答えてくれます。で、借金時計の、投稿者は今までアノニマスとしてQの掲示板に投稿したことがある人ですか？イエス。これフィルさん関わってるかもしれないかもしれない。ちょっと思ったんですけど、わかんないですけど、ちょっとでもそこまでフィルさんこのことにものすごく食い込んだ投稿もしてないから、フィルさんじゃないとは思うんですけれども、でも関係があるかも。現在のチャーリーワードは、入れ替えられたと誰かが言いましたが本物ですかっていう質問で、それに関するインテルは私は持ってません。そりゃそうでしょう。聞く相手間違ってる。で、あとなんかエイリエルさんにのことをあの人は真実トゥルーサーですかっていう質問に対して、その人知りませんって言ってました。切ない。その人知りませんって言ってました。でもうとにかくですごい多分アリエルさんは T1 か T2 とかの人だと思いますって言ってました。そうですね。EBS のもうタイミングについてのもう質問が多くて、もうそれ来るたんびにもう EBS のタイミングについては特別な理由があってコメントできませんって言ってました。であとケイティ・ホブスには双子の姉妹がいて、私たちが見ているのは姉妹の方だというのは本当ですかってイエス。だからもっと遠くの前から別人というか双子のもう一人の方が演じてたかもしれない。
ケイティ・ホープス。ケイティ・ホープス、はい、なんかそういう話ありましたので。で現在何人の人がこのライブを見ていますか？ 1700 万人を少し超えてます。でも金曜日の夜ですねって言ったんだけど、前回の時2200万人で、もう2000万人普通にね行くように、すごいですよね。シドニー・パウエルはトランプ側の愛国者ですか？イエス。でこれはもうフィルさんはもうずっとこう言ってますね。でレッドフォルダーは赤いファイルは、先週ニューハンプシャーでトラさんが廊下で手に持っていましたか？でイエス。でトラさんは究極のトロールです。でEMP って何かわかります？EMP 兵器？そうそう、EMP っていうのは電磁波兵器のことですよね。そうですよね。でその EMP に関しての質問が多くて、でその話が結構あったんですけど、なんかね、ここじゃないな。17の都市であるイベントって言われてたものがあったじゃないですか。それはやっぱり EMP に関わるものだって言ってました。そういうイベントがあることに備えて軍配備したりとかしてたっていうことだったって言ってましたね。17の都市からは立ち退けって言われてる。言われてますよね。そう。それが EMP だって言ってました。今回その EMP の話が多かった。で、バイジーさんは弾劾されると思いますか？で、彼がそんなに長くそこにいるとは思いません。上院の民主党が彼を救うだろうけどって言ってました。で、リンウッドをフォローしていますか？で、イエス。私はリンウッドが好きです。で、その前にフリンさんのこともめちゃくちゃ言って弁護してたので、弁護してたっていうかもうそういう噂は嘘だとかめちゃくちゃ説明してたんで、どっちのこともはい、フィルさんはフォローしてされてます。はい。で、バイジーンの排除は EBS の前に行われますか？可能性はあるけれども、その必要は、それが絶対的な条件ということではありません。もし EBS が起こったら、その後、バイジーさんはすぐに解任されるでしょう。ということです。で、カリレークは不正選挙を諦めたようです。これは質問じゃないな。なんか違う話の補足ですね。で、事態は進展しています。不正選挙のことをもう特に諦めたということで、それ自体どころじゃないことの次のところを見ていらっしゃるみたいですね。で、手元にある現金は安全ですか？ Yes。で、EMP は国全体に影響を与えていますよって言ってました。で、国全体って言ってましたね。だからアメリカ全体っていうので、プー様は食料供給に影響が出ないよう収穫が終わるまで宣戦布告を待ちますか？No。その決断のタイミングとは関係ないと思います。シドニー・パウエルはトラさんを裏切ったのですか？ No。で、EMP が攻撃すると飛行機は、墜落しますか？ No。場所によって特定のことをしたりしなかったりするよう戦略的にプログラムされた異なるレベルの、の兵がいますということで、狩人さんの自殺は、後ろで流れていた曲と何か関係あるのでしょうか？で、ノーで、この後ろで流れていた曲っていうのが、なんだかな、スーサイドウィークスっていうタイトルの曲を流しながら、フィルさんがまたただその音楽を車の中で流しながら歌を歌ってるような動画を今日の朝投稿されたんですよね。全く意味が分かんないし転送もできないから全然他の方に紹介してなかったんですけども、それの件ですね。曲のタイトルが自殺のスーサイドウィーケンドだったかな、自殺の週末だったかなっていうタイトルの曲だったということで、フィルチャットの人が言ってました。で、自殺の週末ってQドロップになんかどっかにありました。あったかもしれない。ありましたよね。多分なんかそういうのも絡めていろんな人がいろんな考察してたんですよ。で、私今日ちょっと時間がなくてあんまり
深入りして見てなくて今日の朝見たんですけれども、ちらっとだけ、多分そうだと思います。で、私たちは今タイムトラベルを体験しているのでしょうか。で、ノーって言ってます。で、これで終わりですね。で、一応ちょっと主要な部分、これでも主要なところだけはしょったんですけれども、思ったより早く終わったかな。はい。じゃあ戻りまして、フィルさんの今日の速報は以上になりますね。で、ありがとうございました。いえいえ。じゃあ次は、ミスタープール。ね、すごい下に書いた。そうですよ。だいぶ一回ものすごい上に上がったんで。あれフィルさんのそれミスタープール。ミスタープールの本赤がまたここ最近ちょい投稿されてて、昨日と今日と一昨日と連続で投稿があって、これがこれ昨日だ、ごめんね。昨日ですね。昨日とその前とその前連続で投稿があって、昨日の分がこういうちょっとよくわかんないやつで、まあこれはちょっとよくわかんない、未だにわかんないんで、そう未だにわかんないんですけれども、なんか鉄格子、刑務所の鉄格子じゃないかとかいろんな考察があるんですけど、ちょっと私は分かんなくて、11っていうのはミスタープールさんが投稿したんですよ。11って書いてこの動画を上げてたんですよ。でなので9ドロップ11ですね。下下がっていただいて、ヴィンセント・ケネディさんも11ってよく言いますよね。しきりに投稿します。そこで投稿しますよね。しょっちゅうなんか定期的にね。で9ドロップ11のなんですけれども、こちらが調べたら日付が2017年の10月29日の投稿なので、29日が6年デルタなんですよね。29日が。2017年オクトバー29日。そう、29日。そうなんですよ。まあそっちが一番気になったんですけれども、一応まあ内容としては、軍事情報隊 FBI、CIA、NSA、小児も議会の監督もなし、国家機密は SC か、まあこれはおそらくスプリングコートかなと。そうですね。最高裁判所の下で指示される、軍の最高司令官は誰か、大統領が何条に基づき、ミリタリーに3つの機関の調査を引き継がせることができるのか、どのような条件が必要なのか、なぜこれが非常に重要なのか、誰が大統領を取り囲んでいるのか、彼らはこの非常に重要な権力を失った。政府の腐敗していない直接ポータスに、使える一つのエリアっていうことで、この内容よりもやっぱりこの日付が気になったんですけどね。はい。では次、もうミスタープール昨日の分ですね。おとついの分ですね。その前もあったんですけど、これちょっと気になったんで、これはなんかめっちゃ可愛いんですよ。これ可愛いですよね。これ何でしょうね、これね。カエルちゃん。これカエルこんなに可愛いと思ったの初めて。可愛いよね、これ。すごい可愛いと思って。可愛い。この子が可愛い。ね、めっちゃ可愛いなと思ったんで、私も。なんかお花が2つあるとか、なんか意味があるのかもしれないけど、今のところ何にもわからないんですけど、ただ可愛いから出しました。はい。はい、じゃあ戻りまして、絵面はちょっとこの2つだけにします。もういっぱいあるんで、絵面もうちょっとこれ見出したらもう本当に1時間ぐらいかかるんで、はい。対戦が始まった。よいしょ。これ今日でね、対戦が始まった。The Great War has started で、そう記憶に残る11月ということで、これが今日の朝ですね。朝4時に投稿されました。なのでもう対戦始まりましたということで、プー様からの宣戦布告があったわけじゃないけど、おそらく地上戦が始まったんだと思います。はい。で次、エルドアン。
れちょっと重要なので、重要なやつだけちょっとピックしました。他でも関わってくるので、これはとても重要なポストですね。で、NATO に長くとどまるような男だと思うかっていうことで、エルドアンのことね。で、速報、エルドアンはハマの数についてテロ組織ではなく、自国民と国土を守る愛国的なグループだと考えていると言ったっていうことで、ね、ハマのスーさんということで、スーさん、というコメントをされたということで、これ結構いろんなところで取り上げられてましたけど、でNATO にとどまる男じゃないということで、もうすぐ、はい、これは起こりますね。もういろんなところで言われてます。じゃあちょっとその後は飛ばしまして、次クリス・ミラーさん、パレパレ、これがちょっと今日朝出てきてちょっと怖かったんですけど、なんだかよくわかんないですね。よくわかんないですね。パレパレにいる誰もが死ぬだろうと言いましたね。ちょっとこれはわからないです。なんか大きなことが起こるっていうことを言ってるのだと思うんですけど、で次ロシア、トルコ。こちらがロシアとトルコに注目してくださいってことで、これ昨日の夜ですねと言ってました。ロシアとトルコもまさにそのトルコNATO から撤退すると思うので、それとロシアの動きですね。で次アメパトさん。こちらがこれちょっと今の状況を言い当ててる内容だったので、ちょっとここに入れたんですけど。変わりましょうか。はい、じゃあお願いします。今起きている本当の戦争は一数とパレパレの戦いではなく、ホワイトハットと悪魔崇拝者の戦いである。ホワイトハットの特殊部隊は現在一数により非戦闘員を攻撃することによって戦争と騎士道のルールに反するいかなるものに対しても射殺命令を下している。彼らは悪魔崇拝者たちがハマのスーさんと一数軍兵士のふりをしていることをよく理解している。悪魔崇拝者たちの仕事は一数人とアラブ人を扇動して殺し合いをさせるために両陣営で恐ろしい事件を起こすことなのだ。これベンジャミン・フルフォードさんのお話だったってことですね。はい。これもう今の起こってることをすごい言い当ててると思います。はい。で重要ですね。じゃあそうしましたらここで一旦一区切りで、今からRV の関連のマーク Z さんとかウルビーとかの話をしていこうと思うんですけど、あとあれですかね、今週の最新情報今日の最新情報、私が全然もう今日フィルさんのことかかりっきりでだったので、テレグラムを見ながらお話ししようかと思ったんですけど、後の方がいいか、後にしますか。最後でいいんじゃない最後にしましょうか。テレグラムを表示しないといけない。そうですね。表示が変わるからね。でも先マークデットさんとかのお話からいきますね。じゃあ次RV 関係のお話に入りたいと思います。ではマーク Z さん26日木曜朝。ちょっとこれもまず最初のやつ読んでもらって、ちょっとどれとどれはしょるかちょっと決めますね。はしょらないと終わらないですね今日も。マーク Z さん、今日の文字起こしは朝晩あったんですけど、どちらも大したことなくて。なかった。大したことなかったです。新情報はなかったです。これ昨日の分ですね。ちょっとあとちょっとどれとどれ読むか決めますね。ちょっと何個かはしょります。読みます。お願いします。これも、マーク Z さん、木曜日朝。マーク Z。イラクには銀行関連のニュースがたくさんあります。彼らは銀行システムで資金を得ています。要害センターを建設しています。何度も聞く必要はないでしょう。メンバー、RV は現実であり、彼らはそれに取り組んでいます。マーク Z、イラクにいる私の情報筋は、まだ11月1日までには実現すると予想しています。今後、5日から6日以内にはそうなるでしょう。
それらが正確であることを願います。私も皆さんも疲れています。ありがとうございます。でマーク Z。私の直感ではあと1週間ぐらいだと思います。債券サイドでは私が見つけた唯一の漏洩はチューリヒ地域での小規模な漏洩がありました。世界のその他の地域、香港、米国、彼らはすべて漏洩を本当に遮断しています。皆さんにとってはイライラさせられることですが、これはいいことなんです。それは私たちがどれだけ近いかを教えてくれています。メンバー、フランク26は、イラクは12カ国と通貨取引を行ったと言いました。新しいレートを設定するつもりがないなら、彼らはそんなことはしないでしょう。マーク Z。破綻した中央銀行が救済を必要としているので、これは重要です。これニュース記事の、表題ですね。世界最古の中央銀行が巨額の債権損失を受けて70億ドルの救済を求めている。これはスウェーデンの中央銀行です。彼らが求めているのは運営に必要な最低限の額です。これは心臓を鼓動させ続けるためのアドレナリン注射のようなものです。私たちはスペースが途中で終わってる。あらら。いつ終わったんだろう。1時間3。どうぞ。私たちはこうしたことが起こるのを待ってました。溺れてしまう前に一時的に浮いているための方法です。一時的な救済措置で。俯瞰紙幣システムは崩壊しつつあります。はい。ありがとうございます。次も行きます。ごめんなさい、ちょっと次読もうと思ったんですけど、ちょっと木曜朝の終了で。すいません。ちょっと途中で変わりますね。で、水曜夜。全然大丈夫ですよ。かおりさんずっと読んでてくれてたから。マーク Z 水曜夜。SEC がリップルに対する告訴を取り下げたので、XRP は急騰し、新たな高みに達している。これニュース記事の話ですね。イラクからのニュースは引き続き非常にポジティブです。私のイラク人の担当者の大多数は今から11月1日までの間のどこかで RV を見られると信じています。これ何度も出てきますね。しかし正確なタイミングは誰にも分かりません。私は彼らが自分たちの国内、イラクの国内で感じていること、聞いていることを伝えているだけです。イラクの国内の方々が11月1日までは、RV が見られるというふうに肌で感じているそうです。みんなそういう話がすごい、出てきてますよね。で、その連絡先の人たちっていうのは、これらの人々は銀行業界や政府関係者の人たちですね。ニュース記事。IMF がジンバブエでのスタッフ会議を終了。IMF とジンバブエでスタッフ会議を行っていた。で、2023年の実質 GDP は 4.8% 成長すると予想されています。メンバー、来週の月曜日か火曜日に市場の暴落が起こる可能性があります。その可能性は非常に高いです。しそうですよね。本当にそう思います。来週月曜か火曜日。なんか次がやっぱりブラックマンデーじゃないかっていう話が結構出てますよね。いっぱい出てます。ね。そして10月末を思い出してください。大暴落は前回の大暴落は10月24日に始まりました。何年だったかは。なんかありましたね。多くの大規模な暴落は10月下旬から始まっています。メンバー、ある銀行員から今日営業を続けている支店は、資産管理サービス用の小さなブースに設計されていることを確認しました。これはよく出てくる話ですね。その銀行員の人は EBS のことを知っていました。メンバー、ブリクスペイが開始され、脱ドル化が進みました。メンバー、RV がついに起こったら、これか。何を投稿したり何を期待しますか？マーク Z さん。
でサムネイルには金の鳥や金の卵が表示され、金の卵が描かれた白い T シャツを着てライブします。そしておそらくついに出発しましたというキャプションをつけて、その時点で私が共有を許されているすべてのことを共有します。ライブでみんなで叫びます。午前3時だろうが午後2時だろうが気にしません。一緒に祝いましょう。ですね。お楽しみですね。絶対見ます、その時は。水曜夜終わりました。で、次のやつは飛ばして、その次行きます。じゃあ月曜朝。はい、月曜朝ですね。はい。これ読みますね。メンバー、ディナールが1000ディナールになるという噂をたくさん聞きますね。マーク Z、1000対1は常に理にかなっています。その後、彼らはすぐに大幅な切り上げを行いました。巷では噂が流れています。イラクでは非常に静かであったにもかかわらず、今向こうで何かニュースを知るのは麻酔なしで、灰色グマがから歯を抜くようなものです。しかしそれは彼らが週末にすでにそれを行ったことを示しています。マーク Z、JP モルガン・チェイス・ウェールズ・ファーゴ・シティグループから3ヶ月で845億ドルが流出。845億ドルです。この記事は3日前のものです。すごいですね。マーク Z。さて、これは昨日のことですが、預金逃避が止まらず、バンクオブアメリカ、モルガン・スタンレー、BNY ニューヨーク銀行、バロンニューヨークでね、バロン、違う。BMNY ニューヨーク銀行メロンから、バンクオブニューヨークか。メロンから3ヶ月で443億5400万ドルが、流出。これは443億5400万ドルです。マーク Z。すごいな。金融危機が到来している。米国の銀行は数百の支店を閉鎖し、数千人の従業員を解雇している。昨日、米国の銀行は開設した支店をさらに2000支店閉鎖しました。彼らは今年だけでこれまで2万人以上の人員削減を行っています。実際、銀行は問題を抱え傷ついています。メンバー ISO への、銀行準拠の期限は11月12日です。これは国際基準です。メンバーボーポルニー氏は10月24日がイベントの日になると言っています。だからそれはなかったんですけれども、はい、なんか、準拠の期限が11月19って私は見て他の記事で、ここでは12って言ってますね。ですね。そうですね。うん。これディナール1000、1000対1に、1000対1がこれを行ったってマーク Z さんは言ってますけどね。これは彼らが行ったことを示しています。週末にそれを行ったことを示しています。そうなんですね。まあ、わかんないです。わかんないですけど、すごい。ちょうどそのさっきの11月19日のやつが次なんで、次行きますね。11月19日。こちらが、希望を持ち続けてください。2023年11月19日、ISO20022 を導入する銀行ということでリストが書かれています。これ結構ね、ぼやけてますけれども、主要な銀行がめっちゃ載ってるんですよね。さっきの話にも出てきた、あと JP モルガンとかウェールズ・ファーゴとかバンクオブアメリカ、HSBC、シティでしょ。で、バークレイズ、クレディ・スイスなどなどが、やっと11月の19日にISO20022 準拠ということで、日本は結構ね、優秀でもうね準拠してる銀行が優秀ですよね。多いって前からリストにも上がってるんですけれども、この辺の銀行まだ準拠してなかったんですね。でこちらで下そのまま下がっていただいて、で次がこれはリッサイン MN さんからの投稿ですね。プロトコル20は11月1日に終了する。ISO20022 も11月19日に終了する。私の記憶が正しければ、トラさんは11月8日に別のラリーをする。これ11月8日にしますね。でそして、予算延長の期限は15日だ。
私の考えではあと少しだがあと1ヶ月は何らかの形でこの状況が続く可能性があるということ。これ投稿したのがちょっと前だったんですよね。20日ぐらいだったのかな。だった分なんですけど。であと1ヶ月は何からかの形でこの状況が続く可能性があるとは言ってました。ということですね。はい。でも11月19日そこがもうバックオールじゃないかって思いますね、これでね。はい。次、ブリックス通貨。プロトコル。それも飛ばしてください。これ変わってもらっていいですか？はい、私ちょっとお手洗い行ってもいいですか？はいはい。はい。これともう次々やってもらっていいですか？これウォッチャーブルーのニュース記事ですね。ブリックス通貨2024年、首脳会議で発行準備か。今年に入ってからブリックス圏の通貨発行の可能性について様々な議論がなされてきたが、ある声明で2024年のサミットでの発行準備の可能性を提起している。実際このサミットでブリックスは6カ国への拡大を発表し、大きな話題となった。来年のサミットでも同様の画期的な発表があるのだろうか。ロシアの経済学者セルゲイ・グラージーエフは最近ブリックス通貨の必然性について論じた。さらに彼は最終的な到着に対する政治的な課題について論じた。その後、彼は来年のサミットをロシアが主催することについて議論しながら、2カ国を除くすべての国がブリックス通貨を支持しており、通貨に関する合意はそれ以前に行われる可能性があると述べた。どこができました？終わりました。終わりました。次、そのまま次。いいですか？ブラックマンデー。これ変わりますね。これもジャック・ストローさんからですね。10月30から31日のブラックマンデー。史上最大の富の移転につながる経済大暴落。この国を屈服させるのにハロウィンほどふさわしい日があるだろうか。これは楽しみ。歴史的な株価暴落が目前に迫っており、歴史的に見てもこうした出来事は10月に起こる傾向がある。これジャック・ストローさん。そう。でブリックス諸国がドル安を誘導する波乱万丈な11月に備えよう。ビットコインの失敗はより大きな変革の始まりを、予感させ、リーダーシップの転換を告げている。ジャック・ストローさんの記事面白いんですよ。面白いですね。本当に面白い。素晴らしい。要チェックです。じゃ次 TNT10 月に来る。また10月話ですね。短いんで読みますね。で、トニーさんですね。2023年10月26日の話ですね。質問。10月にクリスマスを迎えられると思いますか？はい、間違いなくということで、デフィニタリーということで。どうかなどうなるかなということで。はい。じゃあ次、ヒゲの愛国者さん。ちょっとそろそろはしょり気味でいかないといけないんだ。ちょっとこれは別にそんな重要じゃなかったかな。これは飛ばしましょうか。別に、情報でもないんで飛ばします。次のゴルディロックスさん。これもいいや。これも飛ばします。じゃあ、英国ビットコイン。これは入れておきますね。こちらは、英国犯罪に使われたビットコインを当局が押収できる法案を可決。2022年9月に提出されたエコノミック・クライム・コーポレート・トランスペアレンシー・ビルは2023年10月26日に国王の承認を得る見込みということで、
これ結構布石としてすごい重要かなと思うんですよね。なんかまあこれからそのねなんか今日用意してないですけれども、イギリスにあれですよね、一数の法人がイギリスに置かれることになってるじゃないですか。置かれる、もう置かれてるんですよね。そうなんですよ。置かれてるっていて、少し前にされていて、でもなんかもうその不当なお金の流れっていうのをビットコインによるそういうお金の流れをもう阻止する法案が先に英国でされているっていうのがとても興味深いことだと思います。先にシャットダウンしてると思います。次ゴールドテレグラフ、これ何だったかな。これはまあ、簡単短いんで私読みますね。日本円はドルに対して1年ぶりの、最低水準に下落した。金は円に対して、記録的な高値だ。ね、日本ですごいね、今もう金どんどん上がってるんで、ね、シルバーはそうでもないんですけど。じゃあ最後ということで。はい。じゃあ次。じゃあウルビーエリアに。今回ウルビーは結構そんなに量はないですね。でも内容は結構面白い話が多いです。今回。じゃあ次27日。じゃあここからちょっとしばらく変わってもらっていいですか。はい。で27日、動画です。いやみんな、ほとんど一晩中起きてたんだ。実は電話をしていて、今みんなに伝えることができます。僕らは今頂点にいます。僕らはこのリリースを手に入れているんだ。僕は本当に興奮しているよ。これは単なるメンバーによって広まった噂ではない。トップから聞いているよ。僕らはこれを乗り越え、いつでも祝うことができるだろう。僕ももううんざりしている。みんなもうんざりしているね。僕らがこれを乗り越えられるよ神に祈ろう。きっとこれを通過して無事に祝うことができるだろう。みんなからの多大なサポートに感謝しているよ。僕の妻も信じられないほどたくさんのサポートしてくれました。みんなに神のご加護を。はい、ありがとうございます。もう定期的励まし連絡です。そうですね。はい。次。これの動画の要点はここだけかな。そうね、一晩中ね。ここのとこだけどね。僕らは今頂点にいて、リリースを手に入れているっていうところ。そうですね。かな。ですね。次27日間もなく開始される。もう一つその前かな、前後どっちかわからないですけどもに投稿されたものです。こっちを見ます。My friends、とても良い知らせが届いたので、私はほとんど夜通し起きて仕事をしていた。もう間近だ。すべてのプラットフォームが間もなく稼働し、支払いが急速に開始される。友人のチャーリーとも話したのだが、あと少しだから辛抱してくれと言っていた。この話の肝はここですね。チャーリーと話したんだけど、だからあと少しだから辛抱してくれってチャーリーさんが言ってたってことです。今にも窓の外に信じられないような虹がかかってオペラを聴きながら祝杯をあげる日が来ると私は絶対的に信じている。皆さんを愛しているし素晴らしいサポートしてくれて本当にありがとう。これが終わったらクルーズに行ってただ長い眠りにつくつもりだ。皆さんに神の心があります。クルーズ行くんだと思って。ねクルーズ行くんだ。さすが T1 のウルフィだな。ねいいね。はい、じゃあ次ね。これは何だったの？マイク・ジョンソン。あ、これか。これですよ。26マイク・ジョンソン。よいしょ。読みますね。はい。これはマイク・ジョンソンは、ペロペロの逮捕を要求。どなたかな、ツイッターかな、マイク・ジョンソンがペロペロの逮捕を要求。で、私はこの男が好きだ。以上ですね。そうか。で、そうだね。この動画は過去のものだけど、過去のマイク・ジョンソンが、まだタッカー・カールソンがFOX ニュースに出演している時に出演したマイク・ジョンソン。だったっていう、このペロペロがこの洋書を破いた時ですね。に出演した。めっちゃ前です。まあフィルさん曰くは
入れ替わってるかもしれないけれども、とにかくマイク・ジョンソンは悪じゃないということなんで。ですね。でペロペロの逮捕を要求していたような、いいやつだよ。いいやつだったと。次25日9分。57分だ。わお。はい。9本と証明書は召喚センターを出る直前に渡されますということで、本当かなっていうね。まあ一応そういう。まあいつでもいいですけど、まあそういう話があります。24日のドンのレート。こちら、ドンのレート、2.81 ドル、3.80 ドル程度までスクリーン上で上がったり、スクリーン上で行ったり来たりしているマーク・レッド氏からということです。まあ、画像だけ。これですね。はい。以上ですね。だそうです。だそうです。はい。次。これね、チャートで調べてもそれは出ないんですけどね、違うんですけどね。まあ一応そういう話が。そうですね。チャートとは違いますね。調べたんですけれども、全然変わってませんね。はい。TNT さん。はい。でこちら変わってもらっていいですかね。TNT コール。何が RV を妨げているのかわからないが、金曜日から銀行のスクリーンで新しいディナールレートを見ることができるようになった。見れてるんですかね、向こうでは。イラクでは。イラクの担当者と IMF は日曜日に実施されると考えていた。ある3レターエージェンシーは今日これから3時間から4時間以内にイラクの担当者は水曜日までに連絡するとのこと。イラクではこれポスでいいですか？ポスって読んじゃったけど、ポスは再開されたものの電子カードはまだ再開されていない。私たちは米国がリリースするのを待っている。これね結構ポスの話はもうちょっと今は進んできました。そうですね。これめっちゃ今週の初めぐらいだね、そうですね。電子カードはもうそして再開されたんです。再開されたらしい。されました。されたって言ってもう現時点で再開されてる。はい。めっちゃ進んでます。でも結構私も翻訳を入れてないですけど、ちょいちょいネーダーさんが結構またいつものようにイラクのニュース記事を自動音声で読み上げるような動画を結構定期的に出してくれてて、1日2回とか、でそこまで重要じゃないから翻訳は一旦自分なりにこう訳してはみるんですけども、別に出さなくてもいいかなと思ってなんですけれども、でもやっぱりこの辺のその電子決済のこととかが議会でこういう風になってるとか、結構そういう話が日々出てきていて、議会の方でこういうことが決議されたとか、そういうのがすごい進んで、もうとにかく須田ちゃんがめちゃくちゃ頑張ってる。ですよね。めちゃくちゃ頑張ってる。でなんか要はなんか最近その辺のニュース記事でよく出てくるのがやっぱりやっぱ悪い人たちをも同じようにこのままだと同じように恩恵受けちゃうから、だから恩恵受けられないようにする法律を作ったりとか、そういう話がこの間ありました。素晴らしいです。そう。だからやっぱそういうのがあって遅れてるみたいですね。そういうのを法的にきちんと整備してってるようなことを須田ちゃんがやってるみたいです。そういうのがちょいちょい。細かいところまできっちり決めていかないといけないですよね。そう決めていかないと、そうなんですよ。新デート発表までにいろいろ。そうだから悪い人たちが恩恵受けちゃうことを避けたい。まあそうなりますよね結局ね。悪い人たちもみんな分かってるから RV が来ることを。だからそれをなんかなんかな、あったんですよ。なんかそういうのを阻止するためのなんかそういうガイドラインを作るみたいなことを言ってました。すごい。はい。じゃあ次、どこまで行ったっけ？オペラリリース？オペラリリース。
24日のウルビーの動画。い。いやみんな、今朝はジムに行って、それから仕事に行きます。みんなに伝えておきたいんだけど、僕はオペラをリリースするけど、T1 プラットフォームを使用している人たちも、この後訳直したんです。あ、そうね。あ、ごめん。うん。なんだっけな。T1、思い出したい。あ、なんだっけなまあいい。うん。めっちゃ重要なことじゃなければ。めっちゃそんな重要じゃないんだけど。その T1 プラットフォームで、T1 プラットフォームは今、進んでると。とにかく進んでるっていうのは毎回毎日言ってます。毎日言われてるようなことが、その通りになってるよって言ってた。そうそう。だから僕が連日言ってるようなことが、その通りに実現してるよっていうようなことを言ってたんです。そうそうそう。訳直したんですけど、すいませんでした。それで、コロンビアで物事が起こったら、僕はそれをコロンビアでリリース。オペラを僕はコロンビアでリリースするよ。コロンビアの伝統的な曲をリリースすべきだね。その特定のね。その特定のプラットフォームで物事は起こっています。クジラたちからは素晴らしいニュースを聞いています。様々なことが起こってるよ。事態は実際に起こってるよ。体に気をつけて。はい。ありがとうございます。実際起こってるよと物事は起こってるよ。ってことですね。起こってるんです。はい。これはじゃあ一個飛ばしましょうか。TNT とか。TNT に行きましょうか。TNT に行きます。はい。間違った。消してしまった。TNT コール。イラクでは金曜日に電子カードが使用停止され、土曜日にはドルを提供する ATM 機も停止された。そのため、パラレルの、これ古いね。これおかしいなと思った。これ前読んだような気がすると思った。これ古いです。23日って書いてあるけど、なんかちょっとリンク間違ってるみたい。読みます。本当だ。いや、もう読んだもん。これ読んだ覚えがあると思って。じゃあ次、支払いプログラム。インフォメーション。支払いプログラムの中で働くとても親しい2人と打ち合わせをしたところですという人から。その人の話のサマリ。マネージャーの手には何も残らない。現在、すべてが認定銀行を通じて、これは今週でした ?23 日。すごい前のような気がする。現在、すべてが認定銀行を通じて支払い段階に入っている。昨日からより正確により早くより安全にするために非常に重要な変更と適用がなされた。こうして全てが終わりに到達する。受取人全員のエスクロー口座はすでに開設されている。それはあなたの資金だ。これらは管理者がアクセスできない口座である。口座名義人だけがアクセスできる。デジタル口座は金融プラットフォームとして機能するため、各人がプライベートバンクを所有しているようなものである。人々は通常、これがどのようなものかまだ知らないので、これはいらない。しかし、これはシンプルで簡単なものなので、自宅のパソコンや携帯電話を使って行うことができる。次に、計画受益者または寄付受益者、これプロジェクト持ってる人と、あとはそのプロジェクトに寄付をする人と呼ばれるすべての人々に電話ってだけ書かれてたんですけど、これは電話番号ですね。電話番号を送信する段階が始まる。これは E メールと SMS で、通知が行われる。これはその人が特定の銀行口座に銀行支店に出向き、マネージャーと話をするためのアポイントである。
そこで契約書にサインしてデビットカードを受け取り、一定額をいつもの口座にダウンロードしてすぐに使えるようにする。最後に証券に対してできること、できないことに関するすべての指示を受ける。これらのすべてはこれから行われる。最新のドキュメント設定を管理する。しかしすべては極秘裏に行われ、もしその人が話したり、そのことについて話したり、特にソーシャルネットワークを通じて話したりすれば、それが誰であろうと、その人の評価はブロックされ、プロセスを逆転させる可能性はない。もう一回 SNS に書いてしまってる人がもう覆せない。覆せない。たとえその書き込みを削除してももうそれは、っていうことです。覆すことはできない。怖いよ。怖いね。今のところ基本的には以上ですと。現実には全てが公表され、世界銀行のコードが受信され、システムに入力される。だから私たちは本当に終わったと言えます。あとはもう少しの辛抱です。これでシャンパンを開けて人生を大きく変え、隣人を助ける準備をすることができます。これは全てビジネスではなく 100% 人道プロジェクトであることを忘れないでください。はい、最後。はい。です。なんでしゃべるのか、動画素晴らしい一週間。これいや、じゃあ飛ばします。これ以上で。じゃあ次はテレグラムの今日のトピックスに入ろうと思って、その前にじゃあ一回ちょっとあれ入れましょうか。コメント入れましょうかね。はい。あとそれ以外で私が今日絶対読みたいやつ。ですね。お待ちくださいませ。あ、こうだな。直樹さん。直樹直直さん。あ、直樹直直さん、お久しぶりです。お久しぶりです。出遅れました、こんばんは。こんばんは。あ、まなちゃん、ありがとう。いつもありがとうございます。今晩、みかんちゃん、すいかさん応援してます。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとう。ありがとうございます。ゆきこさん、フィルさんの動きは、わお。ひまりんこさん、今日のマータさんの動画、エレナ・ダナンさんとサラ博士の対談で、プー様は地球人ではないと解釈してました。おお。ああ、そうですか。書けないですよね、あの人。確かに。タイパンさん、狩人さんか。狩人さん。だったんですよ。そう。もうずっとね、ミカちゃんと誰やろうって言ってて。ねいや、子供でも知ってるっていうから。ねえ。狩人さんとは思わなかったですよね。狩人さん、それアメリカの子供は知ってるけど、日本の子供は知らないと思いますけどね。ね、全く知らないと思いますよ。狩人でしたが、0202名さん、スカーレットさんのところでも、メドベッドも外貨も進んでいると、あ、そうですね。言われてました。私も見ました。ちこうさん、フリンさん、裁判起こすみたいですね。そうらしいですね。ゆきこさん、フリンさん、リウッドさんか。リウッドさん、あちら側って判断する人も多いですね。違います。潜ってたんでしょうね。それぞれ役割があるようですね。だから結局そういう私たちが見れる情報って私たちも見れるけど闇の人たちも見れるわけだからいろいろね、もうこれは全部もう本当に作成なんですよね。なんかフィルさん曰くはデサちゃんも悪じゃないって言ってるからね。だからもう全部がなんかもうそういうこうね、こけ脅しというかそういうもういさかいがあるみたいに見せたりとかしてるんだと思いますよ。でまたそこわちゃわちゃさせてるうちになんか別のそこに注目させて
っていうのとかもあるのかもしれないし、別のことを片付けるとかね。そうですね。うん志功さん、相手も証拠が山のようにある、受けて立つと言っているので、これからの推移を見守りたいと思います。そうですね。ちょっとなんかその件ちょっとフィールさん今日めっちゃ細かく説明してたんですけど、ちょっともうあまりにも長すぎたんで私もちゃんと見てないんですけど、ものすごい長いですパンとって説明してました。はい。ゆきこさん、イエスが多いとワクワクします。フィルさんの。フィルさんね。ね。イエスでした。タイパンさん、借金時計のメッセージも重要か。重要ですね。きっとQドロップともリンクしてるかもよっていうことなんで。0202さん、銀もっと買おうかな。おすすめしますよ。タイパンさん、ルービックキューブ、小学校、中学校の頃流行った。もうスノーデンがすごい達人だったので、ね、映画の中とかで。0202さん、ルービックキューブ苦手。あんまりやったことがない。あ、本当に。年代的に、そうか。私全然結構得意ですね、私は。かおりさんは得意そう。もうね。私もオセロとかめっちゃ得意。オセロ負けたことない。オセロか。オセロ今まで負けたことがない。本当ですか？学校とかでオセロの勝ち抜き戦やった時も1位です。そんなやるんだ。やりました。小学校の時。それを休み時間にやるんですか？授業？学校のなんかこうそういう大会みたいなのがあって。オセロ大会？面白い。1位でした。優勝しました。1位？さすがすぎる。負けたことない。負けたことないね。本当に負けたことがない。オセロだけは。タイパン、自分も苦手。タイパンだ。自分も苦手。最後は分解して組み立てた。分解したことある。分解して組み立てた。したことあるある。誰よりもすごくないですか？私もあるある。なんかちょっとクイッとしたらポロンっていくんですよ。ポロンって分解できるんですよ。いや不滅ですよね。でもルービックキューブね、ちょっと今ないからちょっとやってみたくなってきたな。0202さん、日本はやはり天ぷらさんの件があるので、EBS がないと納得しそうになる。本当に。ね、そういう日本の闇のことをちゃんと話してほしいんですけどね。そういう EBS。本当に日本に特化した EBS やってほしいですよね。ね、なんかもうJAL の123のこととかね、やってほしい。311とかね、そういうの全部やってほしいですね。全部説明する日本専用のね、作ってほしい。やってほしい。本当だわ。それを見てもね、おじいちゃんおばあちゃんたちはこれは陰謀論かのとかってねなるんでしょうね。本当ですよ。タイパーさん一面はできるんだけどね。一面は簡単ですね。私も一面くらいだった。タイパーさん、カエルちゃん、ペペちゃん。ペペちゃんかと思ったけど。ね、ペペちゃんとも。ペペちゃんとも違うしね。ペペちゃんより可愛いカエルちゃんです。なんか、だけど、やっぱね、そういうペペちゃんを意味してるのかもしれないし、とは思ったね。そういうね。カエルってところね。カエルちゃんは金運の象徴。そっか、なんか神社とかに売ってますね。カエルの置物、お守りとかで。私お財布の中に入れてますね、カエルちゃん。お財布の中に入れるやつ売ってます。確かに。すごいちっちゃくて可愛い。0202さん。カエルは多くの場合基地を呼ぶ夢。大きなカエルを見ればそれは財産が増える暗示。夢の意味です。カエル最近見ないな。カエルの夢は見ないな。やっぱ財産増える夢は見ないな。
雨の日とか、うんなんかたまに昔だったら、うん雨の日とかなんか道端にちっちゃい、うんちっちゃいカエル、うんいたりした時もありましたけど、うん最近全然見ないな。見ないですね。うん本当見ないな。カズさん、我々のグループは某国ティア1のある部門の関係者です。WW3 が動かないと市場も動かない。うん。我々のグループはグループ。某国ティア1のある部門の関係者。あ、そうなんですか。うんなるほど。我々のグループってのはわかんないです。その方のなんか何？グループカズですね。さんのグルーうんプ。おお、うんうん。すごいですね。ねね。WWC が動かないと市場も動かない。まあ確かに。まあいずれにしても、まあ金崩壊は後かもしれないという話もあるんでね。まあどっちが先かっていう感じですね。タイパンさん、HSBC も遅いですね。ねえ、びっくりしました。タイパンさん、ウルビーのローンメル将軍説は誰が流したんでしょうね。ねえ。ありましたね。あれはもうだからフィルさんが処刑されたとか言ってる人とかと一緒じゃないですかね。ツイッターでよく流れてるんですよね、ウルビーのローンメル。普通に毎日投稿してるし、普通に動画も、上がってますのでね、ご心配なく。このドンレートはバックスクリーン上の話でしょうね。おそらくね、でも、ちょっとわかんないですけどね。ちこうさん、明日も仕事なのでこれで失礼します。おやすみなさい。来週はワクワクしながら見ます。明日もお仕事なんですね。ご苦労様です。おやすみなさいませ。おやすみなさい。おやすみなさい。はい、以上です。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、あと残りの時間で、じゃあ、今日の記事をちょっとね、ちょっと私が全然ツイートできてないので、それをちょっとテレグラムの方から。でも、主にはもう、あとそれで終わって大丈夫。かおりさんも見ながら。私、あと2、3個ぐらいしかないので、もうほぼそれで終わる感じで大丈夫です。もう表示していいですか、テレグラム。そしたらどうしたらいいんだ。そしたら、これを、私が送ったやつは、あ、これだ。これを最初表示し、ここからだね。それで、これで映ってますよね。映ってますよね。で、そして、でもそれチャンネル、これチャンネルに今表示したので、これ、かおりみかチャンネル。で、かおりさんがツイートしたのはここまで。で、この TNT コルナですよね。で、そしたら、ここからかな。ここから。今日のウルビーの、めぼしかった投稿。南米ではすでに何人かの人々がどの銀行に行くべきかを伝えられている。っていうのは通知が届いてるっていうことなのかわかんないですけど。わかんないですけど、でもどの銀行に行くべきか告げられているっていうのは気になりますね。そういうこと、通知が届いてるってことじゃない。こと以外考えられないけど、わかんないけど。みんなに一斉にっていうのじゃなくて、何人かに最初にポツラポツラっていう感じで通知がいってるのかな、わかんないですけどね。で、みんな近いからスタンバイしてくださいってね。今日イラクのニュースがすっごいいっぱいあって、なんか今日一日イラクがすごく進んだみたいで。全然今日見れなくて。なんかバグダッド州知事が、この2つのエリアで、そう40年間閉鎖されていた道路を開通したっていうニュースです。で、バグダッド知事は、橋エリアで原子力道路の開通を発表しました。これは80年代初頭から閉鎖されていた橋エリアの原子力道路を開通させます。開通させます。で、もう一つ。で、40年間にわたる閉鎖の後、
で、バグダッド市長がシンドバッドロードっていうところ、シンドバッドロードっていう道路があるそうなんですが、そこを開通するそうです。40年にわたる閉鎖の。へえ、すごい。うん。すごいですよね。うん。すごい進めます。うん。で、次。で、あとイラクのアル・アシュラフ空港が緊急メンテナンスのために閉鎖されたそうです。お、閉鎖されたんですね。うん通知があるまで閉鎖されますと。緊急メンテナンスって何かな何かね、なんか空港とかにはもう、定額紙幣あるよみたいな言ってましたよね、TNC さんが。はい、ね。はい、はい。って感じですね。空港いろんなネットワーク張り巡らされる、うん張り巡らされてますから、それの、いろんな更新とか、ね、閉鎖するってちょっと気になりますね。いろいろアップデートすることが多いでしょうね。次。これはいいかな。で、これがさっき話した。サウジが、イスの主権国家の有効期限が10月31日に執行するのに合わせて、11月1日から金で裏付けられたディナールが使用可能になるのを待っていましたよ、と。で、それをドルを下落させるためです。一気に来るかな、そこで。ね。で、すべてはブリックスによって計画されていることだと。素晴らしい。はい。で、そうそう、これもすごくないですか、これ。イラク国会議員の、バルハン・アルーマ・ムーリという人がいて、その人が、イラクの指導者からの呼びかけに応じて、バグダッドの米国大使館を閉鎖する議会決議案を投票するための署名を集めるキャンペーンを開始すると発表した。そうなんだね。バグダッドから米国大使館を閉鎖するすごいね、もう完全に離れるってことですよね。もうすごい。これすごいでっかくないですか。でっかいですね。すごい。もう支配から完全にね、脱却ってことですよね。で次、ブリックス通貨の準備がほぼ完了したよと。これはウォッチャーグルのニュース記事。ロシアの経済学者セルゲイ・グラジエフ氏は次期ブリックス通貨の開発について大々的に発表しました。まもなく発行されるブリックス通貨は米ドルに代わる世界の基軸通貨となることを目指している。グラジエフ氏は火曜日の最近のインタビューで、ブリックス通貨はほぼ準備ができていると認めた。で、グラジエフ氏はまだ発足していないブリックス通貨の専門性が整備されツールが作成されていると説明した。素晴らしい。あとちょっとだ。ブリックス通貨の準備はほぼ完了しています。次。これ。CNN の本部が閉鎖。そうです。その辺見ます。この辺は私見ました。本当ですか。で、国差 CNN が35年以上の歴史を経て、アトランタのワールドニュース本社を正式に閉鎖しますと。素晴らしい。素晴らしい。CNN のケイト・ボルドゥアン氏は金曜日爆弾発言を行った。CNN がアトランタの CNN センター本部を閉鎖することを明らかにした。この決定は視聴者数の減少と財政的圧力の増大を受けて行われた。で、今日の出発に先立って、今日の出発に先立って、今日私たちは CNN の歴史の中で重要な瞬間を迎えています。今日の番組はアトランタの CNN センターからの最後の放送となります。すごい。とボルドゥアン氏は語りました。素晴らしい。最後の放送になりました。イバンカさんはいいかな。そうです。それいいかな。これもイラクだよね。スダニ首相が来週ドル下落につながる銀行サービスを発表する予定です。ドル下落につながる。
ドル下落につながる銀行サービスを発表します。ファディ・アル・シャムリ首相顧問という人、首相顧問は、スダニ首相が来週、為替レートの引き下げと作業手順の簡素化につながる小規模業者向けの新しい銀行サービスを発表することを明らかにしました。あと1か。とにかくドル下落につながる銀行サービスが発表されます。スダニ首相によって。来週です。あと JP モルガンのダイモン CEO、今の、JP モルガンの CEO がダイモンさんという方で、この人が CEO になって初めて自社株の一部を売却するそうです。で、JP モルガンチェイスのジェイミー・ダイモン最高、経営責任者 CEO は来年約18年間の就任以来初めて米最大手の銀行の株式の一部を売却すると同銀行が金曜日に発表した。すごいですね、これもね。大暴落が来る前触れみたいですよね。いや、この人の就任以来初めてっていうのがね、でっかいのと思って。あと1か。金が2000ドルの敷地を超える。金相場は5月以来初めてオンスあたり2000ドルの大台を突破しました。で、かおりさんのポテトサラダ、かおりさんの美味しそうなサラダ、ペンネサラダがありまして、あとはいいね。トルコでスタバが破壊されてます。そうです。この辺は見ましたね。はい、あとは以上です。以上ですかね。はい、ありがとうございます。はい、以上ですね。ありがとうございます。あとこれだけ。世界経済フォーラムの共同設立者の息子のパスカルさんという人がいるらしいんですが、その人が世界経済フォーラムの共同設立者の息子ですよ。が、ビル・ゲッチューと、あとはギャビーっていう、子供に対するワクチンを推進している同盟があるんですけど、ギャビーっていう。世界経済フォーラム WHO をビッグテックの逮捕を要求している。この共同設立者の息子が逮捕を要求している。で、民衆の殺戮に関わる世界中の悪は残念ながらジュネーブからやってくる。蛇の頭はジュネーブにあります。で、人類への毒物の注入を推進するいかなる機関も容赦することはできない。これは殺戮であり、あなた方は有罪判決を受けるだろう。と、この当事者の方、息子の方が。そんなお前も悪だったはずなんだけど。ね。すごい。ありがとうございます。はい、さてですね。今何時半ですね。じゃあ、あとちょこっとだけいきますね。元戻っていただいて。でももう私は今日はフィルさんの話ができたらそれでいいなって思ってたから、ちょっとだけじゃあ胸熱のやつ2つぐらいいきましょうか。はい。これいきましょう、6番。間違えた。もう戻れないですよね、なかなか。かおりさんのやつに戻らないと。X の方に表示を戻さない。戻ってます？それは戻ってます。じゃあ、かおりさんのね、テレグラム。そうだ、これ。何ですか？ 6番。これ読みますね。航空自衛隊から、航空、宇宙自衛隊へ。これ、ミニキュースターシップさんからの情報ですね。で、上空からの脅威がより複雑になる中、日本は空軍の名称を変更する。日本の横田基地航空自衛隊は宇宙からの潜在的な脅威がより多様で、より複雑で、より高度になるにつれ、で、その名称を追加することを防衛大臣は火曜日に、東京西部にあるこの空輸拠点で述べた。防衛省のウェブサイトに掲載された文書によると、航空宇宙自衛隊への移行は2027年度に予定されている。2027年度、もっと早
しやって今思います。うん国自衛隊も宇宙協力オフィスを開設ということでね、こんなロゴがロゴもうができてますよ。できてますよ。うんという胸熱情報でした。です。もうこのオフィスも開設されて、うん、すごいうね。ん、実際に虎ノ門にも開設されてうんますね。そしたら、じゃあ、あと、マイク・ジョンソン、もうこれで終わろうか。マイク・ジョンソン、17は9番。はい。よいしょ。じゃあ、これで、最後これにしますね、今日は。はい。読みましょうか。はい。これは17、偶然などないです。これは、なんかくっつけてあるんですよ。そう、フレーズを、いくつかのフレーズを編集してくっつけてある動画です。そういうことね。17歳の時に私を産んでくれた忠実な母、ジーン・ジョンソンに感謝したい。17歳の時に産んだんですね。産んだのかと思って。それはすごいですね。細かいな。で、それが1個目。まあ、本当かわかんないです。17って言うためにこの話を作って言ったのかもしれない。1984年9月17日、私が12歳の時に彼は職務中に重度の火傷を負い、永久的な障害を負った。これ2個目です。で、3個目。その数週間後、2017年初頭のことだった。4個目。この2年間で価格は 17% 以上上昇した。5個目。5個目。で、最後に、私は偶然の一致などないと信じているって最後に言ってました。ということで、17の連発のしましたよという。まあもうね、この方が完全にホワイトハット管理の指示官にいるということがもう確定しているので、そういうことだということで。はい。では、あと、じゃあ最後また、コメント読んで今日はこれぐらいで終わりましょうかね。はい。最後消すか。TK さん、お二人は、T4B 面談の資料はもう作成されたのですか？作ってないです。そうですか？まだ作ってないです。フォーマットも持ってるし、だけどもうすぐパッと書けるからいいやと思って。私は資金提供組なので、はい、資料作成はないです。タイパンさん、今週もありがとうございました。香港みたいな一数には本当にびっくりです。ね、本当に。来週も曲がりだったんですよ。曲がり。ね、本当。来週もお願いします。会えない時のためにこんにちは、こんばんは。そしておやすみ。会えない時のためにね。会えないかもしれないから。来週こそは。ゆっこさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ケム BBB さん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。T4B と T5 のレートは同じですか？違います。おそらくね、でも、今こう、引き合いに出されてるレートっていうのは T5 のはずなので、先ほどの例えばドンのレートとか、だから公に最終的には公にフォーレックスなどで提示されるレートだと思うんで、その時に T4B はまた違う、人それぞれ個人に違う特別レートが割り当てられるんだと私は認識してるんですけれども、一応 T4B の契約レートっていうのはありますけどね、その寄付組のレートは分からない。分からないし、これ正直分からない。またその一人一人プロジェクトの内容に応じて違うっていう話もあるので、もう全くもってで自分がどのレートかっていうのを口外したらいけないっていうふうに言われてるので、それぞれ人それぞれ違うからそれを口外してはいけないっていうね。それが ND。そう。なので、はい、だからそれらはもうそれぞれ人それぞれそのプロジェクトの内容などによって
とかプロジェクトの規模などによって違うみたいですね。はい、のぶさん、毎日テレグラムと X を拝見し、また今日はライブを見られて幸せです。ありがとうございます。良い予感がありますで、今日もありがとうございます。ありがとうございます。幸せなんて言っていただけて、嬉しいな。私たちも幸せです。幸せです。ありがとうございます。ジオジンこうちゃんさん、今夜もありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。ケムさん、いろんな情報が出てますが、EBS の後に RV が来るのか、RV の後に EBS になるのか。まあ先に RV が来るはずだってもともとは言われてるんですけど、それがそうできなかったとしたら一気に来るかもしれないですけれども、いずれにしてもほんの少しは RV が先のタイミングだって皆さん言ってますけどね、ほぼ一緒ぐらいでわからないぐらいかもしれないけど、ほんの少しは RV が早いだろう的なことがまあ共通認識かなと。RV は10月11月中には起こるだろう。というのは、まあ、海外配信者たちの考えで、そうですね。で、まあ、フィルさんも曰く、EBS は今年中には起こる。今年中には起こるって。もう遅くとも今年中にはっていう。で、金融崩壊はそれより EBS よりも後かもしれないっていう話があります。最初はね、金融崩壊が3位になってスタートするのかなと思ってたんですけど、それがよりも後かもしれないという話もあります。アスコープさん、もう終わりに近いですね。すっかり出遅れました。これから運転しながら聞きます。ありがとうございます。いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。未来さん、10月31は旧暦の9月17だな。おお、そうなんですね。それもいい、それもいいね。またいいそれもいい情報ですね。17ですね。それもあるかもしれないね。シャーズナブルさん、来週が楽しみです。本日もありがとうございます。来週こそ本当に今週こそと思ってたんですけど、っていうかもうね、今日この YouTube のライブ自体をやるのが今日で30回目で信じられないですけど、もうこの30回毎週来週にはって言ってるんで、もう毎週本気で来週その週には来ると思って30週やってきたんで、もう本当に今度こそみたいな。本当に常に来週と思ってるんで、何度目の正直が本当に常に来週または今週末と思ってるんで、いつも常に。ケムさん、コメントありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。いつも楽しみにしております。ありがとうございます。嬉しいですね。はい、以上です。素敵なコメント皆さんありがとうございました。はい、じゃあまあそんな感じで今日はこんな感じでお開きにしたいと思います。来週こそはお休みできることをね、本当に今週はお休みと思ってたんで、私ももうちょっと油断してましたわ。はい、では皆さん。皆さんもうちょっとだから本当に頑張りましょうね。頑張ります。あと少しです。もうちょっと頑張りましょうね。本当に。そうです。はい、では皆さん以上でお開きとさせていただきますので、はい、おやすみなさい。はい、おやすみなさい。ありがとうございます。はい、失礼します。はい。